はい、会場にお越しの皆さん、こんにちは。元気ですか？はい。そしてオンラインでご覧の皆さん、こんにちは。よろしくお願いします。そしてアーカイブでご覧の皆さん、こんにちは、あるいはこんばんはということで、2223シーズン、プレミアリーグ、そしてラリーが、開幕直前ノート勉強会始まりです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。2時間の予定でやります。ではまず出演者の紹介をします。私のお隣から笠谷秀樹さんです。よろしくお願いいたします。はい、こんばんは、こんにちは、おはようございます。よろしくお願いします。はい。プレミアリーグ相変わらずお金がかなり動いているので、ね今日はそのあたりを中心にお話できたらと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そのお隣です。今日もピンクが可愛らしいですね。中山敦さんです。よろしくお願いします。中山です。よろしくお願いします。まあ今日粕谷さんがプレミアリーグで小沢さんがラリーガとそれぞれスペシャリストがいるんで、私はその他をフォロー穴埋め役として、参加させていただきます。よろしくお願いします。はい。ヨーロッパはね5大リーグでありますんで、2つやってもまだ3つ残る、これを15分で無理くりやろうというハーフタイムの試みということなんで、そこをね難しいところをうまく、舵取り中山さんにはお願いしようと思ってます。そして今日は、オンラインで、出場ということで小沢一郎さんです。よろしくお願いします。皆さんこんばんは。よろしくお願いします。粕谷さんのプレミアに負けないぐらいラリーガも特にバルサが頑張ってくれてますんで、今日はいっぱいラリーガの話をしたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。ということで、今日本日のちょっとお品書きも紹介しておきたいんです。皆さんぜひ、ノートでもね書いていただきたいんですが、今日はこういうお品書きです。ファーストハーフがプレミアリーグです。昨シーズンの順位から見る今シーズンの勢力図、気になる移籍、特殊なカレンダーでの戦い方、今季優勝争いについて粕谷さんフューチャリングでここはお届けいたします。ハーフタイム、ここは中山さん担当です。セリエやブンデスリーガ、リーグワン、11年ぶりスクレットのミランは連覇がどうか、今シーズンもバイエルンの11連覇濃厚か、ガルティエ新監督就任のパリは大丈夫かということで、僕ら今青山から、これライブでお届けしているんですが、中山さんパリはこの辺で練習してるんですよ、この時間ね。そうですね。まだちょうどそこの秩父宮ラグビー場で、明日浦和レッズ戦がありますから、はい、その前日練習で。もう暑いので、もう今パリずっとこっちに来てから夜しか練習できないんですよね。ああ、確かに昼間は営業活動ばかりと。はい、粕谷さんとねよくプレミアリーグ日本で、外施設で引っ張ってくださってるベン・メイブリーさん、はいはい、今彼はこうヨーロッパ帰ってるわけですけど、ロンドンにいますけど、はい、ロンドンさっき40度ぐらいあるんですって。40度だから湿度が 27% かなんかなのでいいな、だから彼はだいたい今の時期日本にいるとしたら大阪にいるんですけど、大阪の今が30度超えてるでしょ、で湿度が高いから、なんかロンドンの方が快適みたいですよ。そういうことってありますよね。ヨーロッパの人は日本のこの、湿度に慣れないんですよね。はい、そう湿度がね、湿度でやられちゃうみたいなところあるんですけどね。でお品書きでいうとセカンドハーフがラリーガになります。各チームの監督から見る勢力図、上位陣の移籍市場での動きというところ、これは、小沢一郎さんフューチャリングでお届けするということ。小沢さん、はい、スペインもこう40度近い日が続いて、あとちょっと心配なのがね、山火事のもう起こっているということですね。そうですね。かなり山火事の中でも結構放火が多いらしいんですけど。そうなんですか。そうなんですよ。本当に乾ききってるのと、本当にスペイン全土が40度近くなってるので、もう大変なことになってますし、今スペインのクラブもアメリカに行ってるバルサ・マドリーも暑がってますけど、みたいですね。基本スペイン拠点でやっぱりコロナ対策でなかなか国外ヨーロッパの中でキャンプしてませんから、はい、そういう意味では結構そこのキャンプに、特にアトレチコ・マドリーなんかは南の方で最初サンラファエルっていうところでスタートするので、かなり暑くてやっぱ日中練習できないって言ってね、こうプランニング変えてるみたいですけどね。確かに大変なんですよね。粕谷さん94年のアメリカワールドカップの取材経験もおありですけど、暑さかったそうですね。オランダの試合だったと思うんですけど、はい、ダラスだったかな。ダラスの暑い日だ、そう、ケネディのですね、違う場所だったらごめんなさい。湿度が100、雨降ってなくて100、で気温が確か41か2っていうのがありまして、夕方で、そういう中でね動き回るんだから、やっぱりねプロのアスリートはすごいなと
当時は改めて思いましたけどね。バッジョが外すわけだっていうね、あの時は決勝とかトップライトでしょ。だからね、顔が暗くなっちゃってね、ちょっとなかなかいい写真撮れなかったっていうのがアメリカワールドカップはカメラマンがみんなぼやいてました。そうですよね、あの時まだ給水っていうのがなかったじゃないですか。その外にボトルを置く、だからグラウンドにビニール袋の水の入ったビニール袋をこう投げといて、試合中に選手はそれで補給したっていうまだ時代でしたよね。そうですよね。でね、粕谷さんね、ブッチャーとかはこう血の入ったやつを血の横でプシュって潰して血が出てますみたいな、そういうプロレスの歴史もありますから。ありますね。あとこの辺やめようやめよう血が出やすくやめようね。まあそんなね余計な話もしてますが、まあぜひ皆さんこう心に感じたもの、乾いた部分もあるし潤った部分もあると思うんです。ぜひノートの中にもね自分のフットボールの記事っていうものを書いていただけたらありがたいなと思います。ハッシュタグサッカーを語ろうでぜひノートにお寄せいただきたいなというふうに思います。少しずつ仲間を増やしていこうという試みでノート勉強会2回を始めようと思います。さて今回のその2223シーズンというのは何が一番特徴かというところ、まず皆さんにお知らせしたいのはスケジュールです。カレンダーが特殊だということでまずご覧いただきたいんですが、プレミアとラリーガを今日は中心にやるのでこんな形で見ていこうと思いますが、プレミアが8月5日、もう粕谷さんすぐですね。そうですね、アーセナルの試合で始まりますけどね、日本時間ですと8月の6日、朝の4時かキックオフだったと思いますけども、それからね、特殊なスケジュールで1回終わるということになりますね。11月の12日までやります。これプレミアリーグの場合は16節までまず消化するということになって、残り22節ワールドカップを挟んで残っているよというところなんです。で、こう中断期間からワールドカップが始まるまでっていうのがこれが本当にこう1週間とか10日ぐらいしか時間がないので、招集されたメンバーこれ大変ですよね。そうですよね。特にプレミアリーグの場合はいわゆるプレー強度インテンシティが非常に激しいリーグですから、わずか1週間で挑戦できるはずもなく、どの国もそうだと思いますけども、異例中の異例ですね。ですね。でラリーガの場合が12日に開幕してで11月10日で休止になります。これがプレミアリーグで少なくて14節まで消化になりますので残り24節、ちょっと小沢さんに伺います。小沢さん、ラリーガの場合は残り24も残るので、こう例えばコロナによる選手の不足であったりとか、試合ができないような状態になったりして延期になるとプレミア以上にきついリーグになりそうな予感があるんですがいかがでしょうか。そうならないよりもどこも2チーム編成組んでますし、でカンテラーノもいるんで基本的に止めないっていう形でリーグも特にここまでのコロナ対策もやってますんで、止まらないと思いますし、やっぱり何よりワールドカップ挟むので今シーズンはどの選手もどのチームも特にフィジカルコーチも2シーズンあると考えているって言ってますから、ワールドカップまでに、特にチャンピオンズリーグのグループステージが全部ワールドカップ前に入り込むのが特徴的なので、スタートダッシュっていうところはどのクラブもゆったりと試運転できないので、開幕からフルスロットでいくんじゃないですか。ここが今シーズンの特殊性なんだというところをまず皆さん頭に入れておいていただきたいと思います。で今小沢さんの話もあったんですが、まずワールドカップが11月21日から12月18日の予定で開催されます。ここに向けて代表選手を多く持っているクラブというのは、選手自体の中山さん気持ちもありますもんね。そうですね。ですからおそらくですけども、そういうワールドカップに出場する選手たちは、シーズンの前半戦からワールドカップまでっていうのを一つのワールドカップまでをピークに持っていこうっていうコンディショニングすると思うんですよね。そうですね。でこれはグループリーグ敗退してしまうならまだしも、これ準決勝決勝と残っていったようなチームの選手は、おそらくそこでもし優勝なんかすると達成感とかいろんなものがあるので、だから今シーズンのヨーロッパはおそらく5大リーグ特にそうですけども後半戦ですね、
そこがすごく難しいので、波乱が起きやすいと思いますね。確かにね、もうそうなってくるとそういう選手を抱えていたクラブというのは後半戦の戦い方にその選手をどこかで休ませたりとか、こう使えるように計算していかなければいけないということも監督は頭が痛いということです。で今小沢さんからも少し話があったチャンピオンズリーグなんですけども、グループステージの終了時期が例年よりも早くなりまして、第1節が9月6日7日、特徴は1節2節3節4節というのが川瀬先生1週間挟まないんですよね。そうですね、ワールドカップの影響がありますが、非常にスケジュールが詰まり気味になってて、3節5節、要するに3試合ですよね。プレミアリーグの場合10月6試合あるんですよ。そうですよね、ということは、チャンピオンヨーロッパリーグ出るチームは9試合ということですよね。大変だ、なかなか厳しいですね。厳しいです、もう本当にワールドカップがすぐ始まるので、チャンピオンズリーグのグループステージも11月の1日2日というところでグループステージ終わりです。11月の頭には小沢さん、チャンピオンズリーグのグループステージもうこれ終わっちゃうんだから、これ1回しくじったら大変ですよね。大変ですし、ラリーガ勢なんか大体スタートダッシュに失敗するチームが多いので大丈夫かなってちょっと心配しております。確かにね、中村さん、やっぱ初めポンポンって今まで以上に立ち上がりだから引き分けからスタートして最後に3、4節のところで調子を整えて5、6で逃げ切ったりというようないつものパターンっていうのはやりにくいですよね。できないと思いますね。ですよね。でもこれ9月2試合ですけど、代表選手はこのインターナショナルマッチウィークが9月下旬にあるので、ほぼ9月からワールドカップまでもう全然間がないんですよね、休みの。これはちょっとね難しい戦いになりますよね。確かにね、その後また、年が明けて2月からその上の決勝トーナメント入っていくんですが、まずはグループステージというところが今シーズンのカレンダーではかなり厳しい状態ということです。それに加えてヨーロッパのこの酷暑がいつまで続くのかっていうことも含めて、気象の話、人のやりくりの話、カレンダーの話というところで、さあどれだけの戦力を持っていてどれだけの戦力の消耗の中で戦うことができるかっていう話をこれからしていこうと思います。ここまで前段で12分かかりましたではファーストハーフいきます。プレミアリーグ、メイン担当者粕谷秀樹さんです。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。じゃあ昨シーズンまず順位表の振り返りからいきますか。ご存知の通りの、ラインナップで、マンチェスターシティとリバプールが非常に激しいデッドヒートを最終節まで演じてくれて、そこからちょっと離されて、チェルシー、トッテナム、アーセナル、これが第2集団と言っていいと思うんですよね。そこからさらに大きく離れてマンチェスターなんとかっていうチームがあるみたいなんですけど、これはもう第3集団以降に組み込まれたということになりますね。であとやはり下の方に行くと、リーズはよく残ったなって感じですが、エバートンは少しお金を使いすぎていて、今シーズンもちょっと難しくなりそうかなっていう気がしますけども、クリスマス前後で、下の方にいたニューカッスルがよく、あそこまで戻ってきたなってところじゃないですか。確かにね、昨シーズンは本当にね最終節まで、優勝がどうなるかわからないという本当に面白いリーグでした。両チームが抜きに出ていて、しかもレベルの高い試合を毎節のように見せてくれたので、本当楽しいシーズンでしたね。リバプール勝ち点92なんですよ。92で勝てないっていうことは、いかにマンチェスターシティが強かったかってことですよね。そうですよね。監督の勝率っていう統計も中にはあるわけですが、本当にペップ・グアルディオラとそれからユルゲン・クロップ、ずば抜けて高い2人ですよね。クロップは、6シーズンですね、昨シーズン終わって、勝率が74点いくつですから、ちょっとずば抜けてますよね。クロップも70近いんですけど、やっぱりちょっとね、ペップにはかなわなかったってところですね。で、今シーズンのトップ6について、今度は移籍について話していこうと思いますけれども、これはどうしますか。昨シーズンの成績のところからもう一回振り返っての順番にしましょうか。じゃあシティからいきましょうね。
11節からダービーから12連勝したんですけれども、アウェーの成績ありますよね。これはね全体の1位なんですよね。はい、そのホームアウェー、バランスよく勝ってるっていうのが彼らの魅力であって、それは、ペップが入って、6シーズンで4回優勝か。しかもその残り2回が3位2位ですから、はい、その辺の安定感っていうのもねマンチェスターシティの特徴だと思いますね。じゃあ続いて2位リバプールですね。リバプール、シティも割とこういう曲線は少ない方だったんですけども、リバプールの場合もこのあんまり上下運非常に少ないですよね。アンフィールドで無敗ですもんね。はい、ほぼほぼ、ベスト4トップ4を維持していたということで、あと、2022年に関してはあれですね、16勝3分け無敗ですからね。そうですよね。でシティがアウェーは全体1位に対してリバプールはホームが全体1位ですから、このわずかねポイント1の差ですけども、リバプールとシティは非常に、強かったということが、この数字を見てもお分かりになると思います。はい、じゃあ続いてチェルシーですね。はい、この安定はしていました。ほぼ要するにトップ10というかボトム10に落ちてないですから。ただずっと3位は維持してるんですけども、あれはやっぱり下の方のチームが追いかけてこなかっただけで、やっぱりウクライナ侵攻があった後、アブラモビッチ関連ですが、少しチームが士気が落ちて、終盤はちょっと制裁を欠くようなことがありましたよね。ですから、グラフには如実には現れていないんですけども、少し政治に翻弄された感はチェルシーにありますね。ちょっとかわいそうなシーズンでした。アブラモビッチオーナー時代のチェルシーっていうのはどういうチェルシーだったのか、粕谷さんとちょっと振り返っての一言をちょっと聞きたいなと思ったんですけど。政治に絡んでしまったっていうのは、これは紛れもない事実なんですけども、やっぱりチェルシーラブっていうのはずっとアブラモビッチには感じられたので、プレミアリーグの歴史に残るオーナーの一人だと思います。彼の功績は称えてしかるべきだと思います。初めて来た時にはね、社交界にデビューしたいためにプレミアリーグを使うんだっていうような悪口も言われたオーナーだったけど、今振り返ると彼は本当にサッカー好きで、必ず会場に来てチェルシー愛してたオーナーでしたね。サポーターとの距離が近かったですよね。非常に愛すべき人柄だったようですから。中山さん、どんなチェルシー印象だったんですか？昨シーズンはやっぱりその終盤のね、やっぱ乱れっていうのはすごい感じましたけど、でもやっぱりその一昨シーズントゥヘルが途中から指揮を取って、チャンピオンズも取って、そのなんですかね、自信みたいなものが、そのままその昨シーズンのスタートから出たと思いますし、またトゥヘルの色みたいなところですごくチームが出来上がってたんで、戦術的に、逆にルカクがその分ちょっとね寂しい思いをすることになっちゃいましたけども、でもトゥヘルの色はしっかりと出ていた印象はありますよね。なるほど、はい。チェルシーまで行きました。じゃあ続けてお願いいたします。じゃあ続いて3位トッテナムですね。一つのポイントはやっぱり10節終了ですよね。サント解任、そしてコンテが就任したと。サントはウルブズの時にはなんか名監督なようなイメージもありましたけども、実際でトッテナムに入ってきたらなんかコミュ力が低くその辺が選手に嫌われていたようなんですけど、でその後やってきたのはやっぱコミュ力の高いコンテですから、それでやっぱ上下動ありましたもんね。この辺はサッシモのコンテをもってしても完璧には立て直せなかった。コンテ就任後がね17勝4分け6敗なんですよ。なるほど。で1月末から1月末からセインツとかサウサンプトンとかウルブズとか、それからブライトンに負けて、それからブライトンとかブレントフォードにも勝てないみたいなのがあったので、ちょっとコンテにすると、首かしげちゃったシーズンだったんじゃないですか。そう思いますね。シーズン最初からなるとどうなるのかなっていう興味がねまたありますね。そうですね。じゃあ続けてお願いします。じゃあ続いて4位アーセナルですね。まず開幕でブレントフォードにやられてつまずいて、3節シティに負けてまさかの最下位。さあどうなることかと思いましたが、その後アルテタ監督が若手をうまく使ってなんとか持ち直して、最後ねチェルシートッテナムをかわして4位は可能だったんですよ。ところがやっぱり冨安君はじめレギュラーに負傷者が続出して、勝ってしかるべき相手に引き分けもらえず
やっぱり4つ負けてるんで、それ単純計算で12ポイントロスなんですよね。はい、それさえなければ、チャンピオンには入れたので、もったいなかったですね。最近かなり安定してきた感じってありますよね。ありますね。はい。アルテタのやっぱりリズムは浸透してますし、やっぱアルテタはグアルディアラの門下生ですから。ここちょっと小沢さんに聞きましょうか。小沢さん、アルテタ監督に対しての小沢さんの評価ってのはどうでしょうか。まあ、ペップについていきなり独り立ちするのって難しいと思うんですよね。はい、でスペインでもいろんな監督が、アシスタントから、セカンド第2監督から独り立ちして、なかなか本当に独り立ちしてそのセカンド時代についた監督を超えるぐらいの存在になった人はスペインでもいないんで、なるほど、そういう意味では難しさがある中でもここまでよくやってるなというところと、やっぱり若い監督で戦術的に多分落とし込めるいろんなバリエーションあるので、逆に言うと頭でっかちになりがちなところをやっぱり規律面なんかもしっかりと落とし込んでるんじゃないかなっていうのは、これからね公開になるオール・ア・ナッシングなんかで見て確認したいなと思ってますけれども、なんかそういうところも含めていい監督にやっぱりなってきたんじゃないかなっていう、外から見てるだけの印象ですけれども、それは感じてます。スペインも本当にかつては内にこもっている時代っていうのがあったのが、選手が移籍するようになり、たくさんの監督がヨーロッパの舞台で特にプレミアリーグなどでも活躍できるようになり、それからアシスタントコーチという形でも出てくるということで、指導者もたくさん移籍してくる時代に入ってますね。そうですね。だからもう選手のみならず、指導者のみならず、今やもうスポーツダイレクターとかフロントの人間を輸出する、例えばリーズのリカルド・オルタなんかがその典型例だと思いますけれども、やっぱそういう、サッカー大国になるためには、そういう選手のみならず監督、フロント、そういうクラブに関係する人間全部送り込まないと難しいんじゃないかなと思います。なるほど、はい。サッカー見ていく上で選手がどこの育成組織から動いていって、どの選手が活躍しているのか、どこのアカデミーが素晴らしいのか、どこの国の選手が素晴らしいのかという見方もあると、一方で指導者がこれからどういうところから出てきて、どんな指導が今面白いのか、どこの国の指導者が今優秀なのかというところを見ていくというのも切り口では面白いと思います。粕谷さん、じゃあまた続きお願いします。じゃあ次第6位、あんまり喋りたくないんですけど、どうぞクラブワーストとか書いてあるそのアウェーがですね、データですと全体の9位なんですよね。で57失点、このプレミアリーグ発足後でクラブワーストになりますね。書いてある通りで、4節のニューカッスル戦でロナウドが復帰して、これ私解説担当したんですけど、点取ったのかな、2点持ってますねって喜んだつかの間、9節リバプール戦、これはグラフにはちょっと入れられませんでしたが、0-5の惨敗をしましてですね、それで12節ね、ワットフォードン・オトキに対してですけど、ワットフォードに 1-4 で敗れてスールシャル解任、その後キャリックが2試合やって非常にいいサッカーをやって、そのままでもいいじゃんと思ってたんですけど、ラングニックがやってきて、ものの見事にぶち返して帰っていったという感じですねラングニック監督にとってはいろいろ思うところもあるのではないかと。そうでしょうね。クラブからのサポートを得られなかったっていうのもありますけれども、やはり公の席で選手をやはり批判してしまうとですね、当然選手はついてこないですから、それでやはり練習内容が厳しいとなると、チームは崩壊にしますわね。その辺がやはり、だからね、今更ですけど人柄というかその性格的には逆だよね。ラングニックでボロボロになって失敗して、きついなっていうところにスールシャルの優しさがあれば違う結果が出たかもしれないけど、北風と太陽みたいなね。ただスールシャルは要するに、なんだろう、いくらなんでも優しすぎるっていうことで求心力を失ってるわけなので、難しい、ちょっと選手は甘えてるかなっていう感じはします。確かにね。小沢さん、ビッグクラブほど風通しの良さということが大事だと思うんですけども、レアル・マドリーでもこの監督はどうなんだっていうセルヒオ・ラモスの一言があったりとか、ビッグクラブならではの監督の難しさってのはありますよね。いや、ビッグクラブはまずビッグクラブのスター選手に受け入れられなければいけないので、それこそね、マドリーが監督交代考えた時にね、
コンテが入れなかったのはラモスの一言でしたから、はい、まあ、そういうところは難しさがありますけど、でも逆にそこだからその序列の最高位にいる選手たちに受け入れられればすぐに入り込むことができるので、まあ、その辺がうまいのがやっぱり一番うまいのがアンチェロッティ監督なんじゃないですか。確かにね、アンチェロッティ監督とかそのデルボスケ監督うまかったですね。うまいですよやっぱり、ね。はい、中山さんにも伺いたいです。中山さん、はい、もうフランスではパリがやっぱその典型だと思って数々の監督がこう苦しんだ歴史もあると思いますが、はいはい、まあ、パリの場合はねどうしてもこう選手がこう権限が強すぎちゃって、はい、まあ、今シーズンからはその方針をね、まあ、変えるということですけども、まあ、果たしてそれで選手は同じメンバーがいるわけですから、はい、うまくいくかっていうのはまたちょっとね疑問はありますけども、誰が難しいんですか、パリの中でこの人難しいっていうのって。いやこれ全員ですよ。全員なんだ。エゴですもんね。もうエゴの塊みたいな感じですから。だからメッシだって多分間違いなくバルサ時代からそれはありましたし、ネイマールもそうだしエムバペももちろんもう今はエゴはありますから。はい、まあ、これは大変だと思いますしね。まあ、ただこれマンチェスターユナイテッドの場合は、はい、不思議なんですけどずっとこう、まあ、資金力もありながら、結構選手も入れ替えしてるんですけど全部がこうものの見事にダメになってるとうまくいかないと どこに病気のね病原体がどこにあるのかっていうのを見つけられてないのかなっていうかどうなんでしょうね。一番大きな病原体はやっぱグレイザーですよね。要するにまずクラブを全く愛していないというところで、はい、クラブが財政がもっともっと苦しい時にやっぱり役員報酬とか、はい、あとそれから株の配当金とか、少しは遠慮するのに全部持ってったっていうところもありますし、なおかつ大きなクラブだったらみんな持っているスポーツディレクターっていうのが、まあ、今もいますけども、まあ、いわゆる凄腕がいないというところで、まあそのチームを作るということのプロセスもないんですから、まあ結果は出ないですよ。はい、その中でもねこうファンのためにきつい俺の言ってること大丈夫？そういうふうにファンが思ってるっていうのはそれぞれのクラブの中でここが良くないんだっていうファンを持ってることたくさんねあると。小沢さんは小沢さんでバレンシアは誰かっていうのは多分特定できる人がいるんじゃないかもうなずいてらっしゃいますからねこう誰かアウトみたいな形ではねよくある話ではあるわけですが。ちょっと中山さん、はい、質問していいですか？どうぞ。今日スペインメディア見てると、パリ・サンジェルマンのガルティエ監督はかなり厳しいディスプリンをチームに設ける、まあその食事の時に携帯電話持ち込むなみたいな、なんかそういう小学生っぽいルールを持ち込むみたいな記事見たんですけど、はい、大丈夫そうなんですか？かなり就任当初からこうね妥協はしないと、もちろん選手たちの能力の素晴らしさは知ってるけどもやっぱり守るべきものは守ってもらうみたいなことで、スタートしていますが、この間試合後の会見でも言ってましたけども、いやみんなよく仕事をしてくれると、練習もしてくれるし彼らは一流なんですごく快適に、できてるというふうに早くもゴマを選手にすってたんでそういうことなの。やっぱり結局は多分ガルティエ監督は、まあ、自分の、ね、フォーメーションも、まあ後でリーグワンのところで言いますけども、やり方を変えますから、やっぱりかなり自分をこう押し殺しながらですよね、やるんじゃないですかね。まあ、大体こうディシプリンとか規律を持ち込むってのはどこでもやるんで、まあ、今ちょっと話題になったマンチェスター・ユナイテッドとしてもテンハグ監督は粕谷さん最初にねこのルール守ってくれって3つのお約束とかって決めてましたもんね。まあ、いくつかのルールを決めなきゃいけないほど要するにチームが乱れていたことは間違いないと思うので、はい、それが厳しいと捉えるか、まあ、このぐらいだったら許容範囲だと捉えるか、それはもう選手個人によって違いがあるとは思いますけど、とりあえずプレーシーズンうまくいってるみたいなんで、はい、今のところいいんじゃないですか。ニコニコして解消ですもんねずっとね。笑ってんだけど、信用はしてないの。信用はしてない。そこだから信用がね、こう確信に変わるかどうかっていうのはね、なかなか難しいところです。移籍に関してじゃあ粕谷さんトップ6、お願いいたします。じゃあ1チームずつやっていきましょうか。はい。シティから。はい、シティからですね。これ値段がはっきり書いてあるところと、あと合意ってあるんですけど、合意のところはまだ正式発表がないということで、ただ近日中に発表になるだろうというところでリストに入れました。はい。ですね、シティ今のところプラスなんですよ。これまでねいろいろ使っていたにもかかわらずですね、まだハーランド
フィリップスで、1億ポンド近く、もう1億ポンドも使ってるんだけどまあ実際に1億ポンド以上の収入があるということなので、この夏はなかなかうまくやってますよね。でこの69億円をどう使うか、ククレジャーね、アタックしてて、ただククレジャなんか80億かなんか要求されたので、それで難しくなるのかもしれませんが、ククレジャがなんか、絶対移籍させてくれと、訴えたという情報がつい1時間ほど前に見ましたので、まあ、ここはどういうふうに歩み寄っていくかじゃないですか。商売やったらブライトンとシティですから、シティ勝ちますよ。なるほど。これクラブ間でこう会うと見るとアーセナルに移籍した選手がいるわけですけども、なんか仲がいいとかあるんですか、そういうのって。やっぱりあれじゃないですかね、アルテタに、指導された選手もいますから、そこのスペインなつながりですかね、ペップとね。あとはその、アルテタのスタイルっていうとかね、その辺もやっぱり、やりやすいというか、まあ、正直なところ、スターリングにしろ、それからジェズースにしろ、出場機会減るじゃないですか。確かにそうですね。それでワールドカップも近いから、そうなると出場機会を求めて、なおかつ代表の座を守るためにっていうのは十分考えられる移籍ですよね。確かにね、そうか、チキペギリしたいんですもんね。はい。じゃあ次いきますか。はい。リバプールはまあ赤は赤なんですけど、今のところうまくやってますよね。はい。まあ、おそらくヌニエスは主力だと思いますし、カルバーリオとかラムゼイも最初から振るってことはないでしょうが、うまく使っていくと思います。ただヌニエスの場合は、マネと入れ替わりみたいな印象もあるので、その辺で比較対象になっちゃうと思いますが、クロップがまずヌニエスの移籍に関しては忘れてくれと、新人なんだぞというふうに早くも守ってますから、あとはリバプールが中盤をまだ求めていることは間違いないので、この先今シーズン取っておいて古巣にローンするのかっていうところで、まずベリンガムの名前が挙がっていたりとか、ドルトムントですね。ベリンガム、シティとか、マドリーも狙ってるって言ってますから、あとはイングランドのメディアの中ではあっと驚くというか、いつの間にか移籍の噂が消えていたデクラン・ライスかとかね、これはちょっと作りじゃないかとか、担当者のおとぎ話が過ぎるんじゃないかと思いますけど、ベリンガムはちょっと要注意かもしれないですね。ドルトムントファンは気持ちが入れちゃうでしょうね、いろいろとね。ないと思いますよ。だってハーラン出しといて、ベリンガムまで出しちゃってよかったんですか、フリーで。いやただオリギもやっぱりベルギー代表を守るためにはね、ミラン行ってってことになるんでしょうけどね。ミラン面白そうですね。面白そうなメンバー集まりましたよね。じゃあ次行きましょう。チェルシー。ですね、チェルシーきついんですよ。さっきアブラモビッチのことを少しお話ししましたけど、アブラモビッチが信用していた CEO のグラノフスカヤさんという方がやはりアブラモビッチの件も責任取らされてっていうのは変ですけど、対談することになりました。なるほど。彼女有能な、女性 CEO で、それで移籍市場でも顔が利いていたんですけど、彼女がいなくなっちゃいましたから、これからどうやって信頼関係を築いていくかですね。でこの中に一人おそらく組んではセビジャでした。今セビジャですね。プレシーズンツアーのメンバーから外れたようなので、イングランドのメディアはもうすぐチェルシーのメディカルチェックだぞと大騒ぎはしております。ちょっと小沢さんに聞きます。小沢さん、組んで情報何がありますか。最新情報だとセビジャチェルシーに売る気でおります。ただ、今日ちょうどバルセロナが2つ目のテコで、プラス 15% のテレビ放映権を3億2000万ユーロ近く、それで資金繰りができて、そのうち2億ユーロ、補強に使うことができるっていう話なので、バルサもなんとか急転直下で、組んで取りたいっていう形なんですけど、今のところチェルシーの流れは多分規定路線ですね。ただ組んで自身はできればバルセロナでプレーしたいっていうことは意向として示しているようです。なるほどね。
もうすぐこのまま後半のバルサのとこ行きたいぐらいの気持ちになるというぐらい、ファイナンシャルフェアプレーはどうなんだっていろいろ聞きたく小沢さんにすぐ聞きたくなるけど後でちょっと取っとこうと思いますけども、チェルシーはでも粕谷さんまだまだ動きありよそうな気しますけどね。アスピリクエタとかマルコス・アロンソとか、あの辺のスペイン人の教師も微妙ですし、それこそね、バルサって話。あとルカクはインテル行ったら行ったでいいんでちょっと黙ってた方がいいですね。あえて移ったら前のチームの本当ね、なんか悪口言うんだな。ルカクの幸せはどこにあるのかっていうね、本当そうですよね。はい、じゃあ次行きましょう。はい、トッテナム動いております。動いてますね、スパーズは。ですね、このチームですね、オーナーがですね増資を約束しているんですよ。だからまだね今移籍金がですねあといくら残ってるって言ったかな。でも全部が増資だからな、移籍金じゃないですけど、この夏要するに246億ぐらいの増資があるので、単純計算するとまだ150ぐらい残ってるって感じですが、まあそれ施設のね整理やなんかにも使うかもしれないので、そうですね。リシャーリソン、ビスマ、この辺はもうプレミアリーグでもあれですね、ちゃんとした答えを出していますし、ジェド・スペンスはビッグクラブみんな狙ってましたから、プレミアの、その、接戦を制してフロントうまくやったと思いますね。で、フレーザー・フォースターはロリスに何かあった時のセカンドキーパーですけど、セカンドキーパーの立場を受け入れてコンテのもとにやってきたわけなので、あとラングレってプレミアに合います？どうでしょうね、ポカはいろいろあるけど、いい人だと思いますけど。いい人なのそうか、まあだから単純、だからこれでビスマが中盤に入ることによって、あとホイビュアとそれから、強烈な中盤センターも組めますし、そこにベンタンクール入ってくると、あとはリシャーリソンを左サイドでも真ん中でもいいですけど、そして、ソン・フンミン、それからクルゼフスキって置いて、343の4のトップ下10番みたいな位置にケインっていうのもできるんで、これで。だから、まあ新しい選手が即馴染めるかどうかっていうのはありますけど、2強を追う体制は整いつつあると今のところ見ています。僕ペリシッチ気になるな。そうですね。いい選手取りましたね。フリーなんですね。ずいぶん前からね、ペリシッチとインテルはコンテは関係が良好なのでいつか来るだろうって話が出てましたけどね。やっと来ましたね。そうですね。はい、スパーズまで行きました。アーセナル。アーセナルうまくやってますよ。やっぱり若手中心にやってきて、若手中堅を軸に作るというアルテタ監督の号令のもと、ジェズスおそらくトップでしょうね。ラカゼットの代わりにトップに入ると思いますし、ジンチェンコはもう左サイドでもいいですし、もともと中盤できますから、パーティーと並んで4-2-3-1の2の片っぽやるかもしれないですもんね。非常にうまくやってます。申し分のない補強だと思います。あとプレシーズンマッチ見ましたけど、ジェズスの表情が非常に明るい、楽しそうにやってます。ただここ何年かでちょっとお金使いすぎなのかなっていう気がするんですよね。だからこれをどうやって回収するか。だからお金を出す側もそろそろチャンピオンに出るとか、あるいはタイトルを取るとかっていうような答えが出ないと、このプロジェクトに疑問を持ち始めかねないほどの最近の収支の赤が続いてますので、今シーズンアルテタとアーセナルは僕は正念場だと思います。そろそろ取りたいですよね。ベンゲル監督いらっしゃった頃の後期っていうのは、新しいスタジアムを作るためにお金がずっとスタジアムにかかってしまって、選手たちになかなかお金を使えないということでガナーズファンやきもきした時代があって、で素晴らしいスタジアムできて、でここからお金使ってタイトル取りに行くぞっていうところで、去年もいいイメージ残してたんで、そろそろ何かって思いは本当に強いですよね。そうですよね。まして冨安君がいるので、日本のファンも、昔からね、アーセナル日本でも非常にファンの多いクラブなんですよね。人気あるクラブなんですけども、冨安君いるんで少しなんだろう、心が動くっていう方もかなりいらっしゃると思うので、ちょっと冨安君ふくらはぎの状況が気になりますが、怪我しないでほしいですね。本当に気をつけてほしいです。間違いなく世界でもトップランクの右サイドバックなので、本当に怪我をせずに1年終わってほしいと思いますね。アーセナルはそれでアーセナルはですね、
開幕までの人員整理をアルテタ監督が明言しました。そうですか。ですから何人かはそれを出して少しでも赤をとどめなきゃいけないんですけど、ペペが売れるかどうかでしょうな。そうですか。ね、もう少しもう商品価値は下がってますけど、80億ぐらいしたでしょ。ね、高い買い物しちゃってましたね。80億ぐらいしたんですよね。それをどのぐらい売れるのかな。そこですよね、問題はね。確かにね。こういうスポーツダイレクターがどういう仕事をするかっていうところのね、こういう評価っていうのはいろいろありますからね。でユナイテッドあんまり喋りたくないんですけど、なんでいつもそれいつも枕言葉がつくの。まあね、デヨングに関しては後で福梨さんと小沢さんにお任せします。まあとりあえず商売は下手だなっていう感じですよね。やっぱりマティッチにしろポグバ全員フリートランスファーですから、あそこで回収できなかったっていうのは痛いし、まあこのあとちょっとねデヨングにかかりすぎた時間が長すぎたので、もう一人中盤の選手取るでしょうけど、その時間の無駄を新しいその強化スタッフがどうやってカバーしてくれるのかなっていうところで、それがさっきも言ったように、ディレクター有能なディレクター不在のユナイテッドの悩みですよね。ということで、トップ6この夏の移籍市場についてまず粕谷さんに伺いました。プレミアのこの移籍の事情などを見てラリーガーとしての小沢さんはどんなような印象をお持ちになったでしょうか。一言羨ましいですよ。お金がねお金あるんで、でやっぱトップ6がどこもね、潤沢な資金使いながらインアウトもちゃんと帳尻合わせてるんで、取るだけじゃないじゃないですか。そうですね。きちんとアーセナルのところのね人員整理っていう話ありましたけども、基本的にねマンチェスターシティもリバプールもトップ2があんな資金力持ちながら戦力持ちながらきちんと放出もして売却もして売却益まで上げてるっていうところが、いやちょっとこれをやられるとなかなか厳しいなっていうのが率直な感想ですかね。なるほどね。中山さんどんな印象をお持ちでしょうか。まだしかも移籍期間ありますからね。これからまだ動くでしょうし、まあ一番やっぱりお金があるので、羨ましいですよね。どんどんいい選手がで、アーセナルで、昨シーズンマルセイユでもすごい活躍したサリバが持ってるじゃないですか、ローンバックで。サリバは本当はマルセイユ残りたかったんだけども、使うと言ってますから、どう考えても多分いきなりレギュラーってことはないですよね。真ん中はマガリアンイスとホワイトで固まってるので、だから冨安のふくらはぎがあんまり芳しくないのならホワイトが回ってセンターバックの一角にサリバが入ることもあるし、サリバはねいつ戻っても言うようにアーセナルの試合全部見てたって言ってたので、そうですか。でもどうですかね、今中山さんおっしゃったようにメンバーがペットスパッと揃ってたらちょっとねサリバが入るところはないですよね。そしたらもう贅沢すぎる本当にベンチになりますよね。でも今シーズンそのがいるのかな、やっぱり。あと今シーズンのプレミアリーグの特徴のレギュレーションの多くってのはついにプレミアリーグも5人交代枠にした。ここは粕谷さんどんな影響？やっぱりそれは選手層の豊富な選手層の潤沢なチームの方が圧倒的に有利だと思いますし、でそれをどのように使い分けるかっていうその監督のその采配っていうところがありますから、チーム完成度、選手層、そして監督の采配、いつにも増して問われるシーズンになると思いますね。なるほど。今シーズンのじゃあ優勝争いに話題を移したいと思いますけど、粕谷さんまず本命対抗はどういうところでしょうか。僕本命リバプール。リバプール。はい。なぜかと言いますとですね、鍵ワールドカップなんですけど、サラ、ルイス・ディアス、マティプ、アンディ・ロバーソン、このようにワールドカップに出られないんですよ。あ、そうなんだ。今更言われてそうなんだ。スコットランドとかエジプトとか、あとマティプはカメルーンなんですけど、カメルーン代表とうまくいってないし引退しちゃってるし、それからルイス・ディアスコロンビアでしょ。そうですね。出ないし、この4人がそのみんなが疲れ果てている時に、なるほど。酒飲んでリラックスしてるとは思わないですけど、やっぱりその疲れずにコンディションを整えられるっていうのは大きなポイントだと思うんですよ。でその他の優勝争うであろうシティ、それからトッテナム、アーセナルここまでだと思うんですね、争えるのはね、選手層完成度を踏まえると、そこで、その3チーム
大方ワールドカップに持ってかれるので主力が、はい、リバプールみたいに4人休めるっていうチームちょっと見当たらないんですよ。なるほど、そのあたりが大きなポイントになって、これでただでさえリバプールはシティとともに完成度の高いチームですから、そうですね、でクロップはシーズン全体を見たコントロールがうまいっていうことになるので、あくまでも今喋ってる段階ですよ。喋ってる段階では、リバプールが、ちょっと抜けていくのかなっていう感じはしてます。はい、なるほどね、昨シーズンリバプールが、シティとの差は本当にわずかだったんですけども、優勝を逃した原因は粕谷さんどこだって分析してらっしゃいますか？いやもうね、リバプールにね攻めるべきところはないんですよ、一個も正直。シティが良かった。シティが良かったですよ。だってもしシティあれでグリーリッシュがフィットしたらもっと差ついちゃったわけでしょうから、いや面白い選手ですよね、彼はね。おそらく今シーズンフィットできそうですけど、ペップの計算は多少狂ったにせよやっぱり93取っちゃったので、これはもうねギブアップするしかないですよ。シティが強すぎた。なるほどね。そうか。じゃあ対抗はシティですね。はい。それでもシティです。やはりもともとの力がありますし、それほど大きくメンバージンチェンコがねスターリング・ジェズス出るのは大方分かってたんですけど、ちょっとジンチェンコのところがあってなって、左サイドバックがカンセロ回してってなると、結局また昨シーズンとそれほど大きなでローテーションがうまくできないなってなるから、この先だからさっきも言ったようにククレジャ取れるかどうか、左サイドバック即戦力取れるかどうかが一つと、あとはハーランがどのぐらいのところでフィットできるか、体大きいしスピードもあるしプレミア向きだとは思いますけど、実際やってみないとわからないので、プレミアリーグでまだ戦ってない選手なんでね、ちょっと未知数なところがありますから、なかなかそこの評価は難しいところですよね。でもチームに馴染んでる感じっていうのはこうなんか伝わってきますね。もう明るいですね。グリーリッシュと冗談言ってますからね。あんたはなんだっけ、あんまりプレッシャーかかっていないみたいだけどって言ったら、俺の移籍金あんたの半分だからねって言ったとか言わなかったとかっていう情報が出てますから、これも伝える側のおとぎ話かもしれないんですけど、ただチームの中がうまくいってることは間違いないですよ。プレシーズンマッチの表情とか見ると。そうするとやっぱこうカレンダー的にこう見てくると、立ち上がりがまず5節が大事だっていうのがあって、あと直接対決っていうのも大事になってくるし、このレベルのチームっていうのは要するにヨーロッパのコンペティションでも対戦していく可能性っていうのは非常に高いわけですね。決勝トーナメント入ってからになりますけれども、そういうところのねこうヘッドトゥヘッドっていうのもそうですね、それは消耗もあるし、考えながら戦わなきゃダメですね。序盤のこう面白さってのは粕谷さんはどんなところにプレミアリーグ今シーズンありますか？さっきも言った5人制っていうのもあるんですけど、開幕でいうとちょっと取ってるのも気になっててスパーズが、確かサウサンプトンだったと思うんですが、リシャーリソンがサスペンション持ち越しで出られないんですよね。そういうのもあった。これちょっとプレミアリーグのちょっと開幕節の予定見ましょうか。多分取り消されてないと思うんですけど、ですからそういったところで、それでもケインもいりゃソン・フンミンもいりゃクルゼフスキーもいるんで、その辺は大丈夫だと思いますけど、その辺のね難しさがある、難しさというか微妙な読みづらさっていうのがあって、あとはこれ一見トッテナム順番、ちょっとごめんなさい表と違うんですけど、トッテナム順番に言うとサウサンプトン、チェルシー、ウルブス、それからノッティンガム、そしてウェストハムなんですね。フォレストは昨シーズン下の下部にいたので別にして、他の4チーム、僕が見たデータに間違いなければ2勝6敗なんですよ。なるほど。だから、ちょっとあまり出足の5試合、トッテナムちょっと対戦相手が、ちょっと嫌な感じはしますかね。これちょうど開幕節のパッと見ると全チームがここに出てる表なんで、粕谷さんトップ6についても触れていただきましたが、それ以外のプレミアリーグのクラブチームで今シーズンここは面白いよとか気になるなっていうところがあれば挙げてください。やっぱり一番気になるのはやっぱアストンビラ。コーチンニョ完全移籍になりましたし、でジェラードが今度はサマーキャンプからやりますから、でフ
コーチーニョはじめ、それからドゥグラスですとかアーニー・チュクヤマカとかいい中盤が揃ってますので、はい、それで左サイドがルカディニですよね。要所要所にいい選手いるので、昨シーズントップ10にも入れなかったんですけど、選手一人一人の潜在能力は十分に高いものを感じるので、ここは面白いなと思いますね。面白くしてほしいなと思いますね。ただできてないよやっぱり。まあいけるんだったら僕はアストンビラ崩すのは厳しいと思うけどな、やっぱり。コーチーニョはちょっと小沢さんに聞いてもいいですか。小沢さん、コーチーニョプレミアリーグに戻った途端にあれやっぱりすごくいい選手だったんだなと思ったんですけども、ね、リーガではなんで輝けなかったですかね。リーガというかやっぱりバルセロナのサッカーが特殊なので、あそこでライン間で受けれる選手は今やペドリもガビもインテリオールの選手がいるので、ウイングからああいう形でっていうタイプよりもやっぱりラリーガバルサだと、もう少し仕掛けてとかっていう方がいいので、そういう意味ではやっぱりプレミアの方が合ってたのかなと思います。なるほどね。中山さん、こう選手はやっぱりどの監督の下にいるか、どのタイミングにいるか、このクラブチームがどこにいるか、そのクラブチームが上を狙っているのか残留を狙っているのかというところによっていろんなシチュエーションによって選手は輝き方っていうのが変わっちゃいますよね。本当に今のコーチーノなんかはもうその典型ですよね。リバプールでやっぱりあれだけのプレーしてバルサに行って、でも最初は僕良かった印象あったんですけどね、やっぱバルサに合ってるわと思ってたんですが、だんだんそうではないっていう細かい部分で、メッシとの関係とかもなんかあったのかもしれませんし、だからそれでまた今プレミアに戻ってこうやって元気にトップフォームに戻ってるっていうのを聞くとやっぱり嬉しいですけどね。確かにそうですよね。和也さん、今、ビラ挙げていただきました。ここはね、僕ビラパークってすごく素晴らしいスタジアムだと思ってますけど、そういうところにね出かけるのもまた楽しくて、ちょっとまたコロナウイルスがまたここに来て流行ってきちゃって、なかなか海外遊びに行くのも難しい状況にはなってると思うんですけども、プレミアリーグスタジアムであったりファンであったりクラブチームの魅力であったりいろいろあると思うんですが、和也さんが今ここがプレミア好きなんだよねっていうところがどこだか教えてほしいんですけど。相変わらず一時よりは戦術が洗練してきたとはいえ、やっぱりスピードだったりタフネスだったり、すごいですよね。ゴツゴツしたところがやっぱり好きです。それがなくなったらプレミアリーグじゃないと思ってるので、多少雑でもいいかなっていうのはいつも思いますね。確かにそうですよね。中山さん、プレミアリーグの魅力ってどんなと、特に今シーズンはどうですかね。今シーズンに限らずですけども、やっぱり分かりやすいというか、やっぱり誰が見てもフットボールってものを感じられますし、スタジアム、僕もプレミアの現場何度も行ってますけども、みんなサッカー見てる人も好きですし、あれは迫力も感じられるんで、なんていうの、あんまりサッカーを好きでない人がそこの現場行ってもサッカー好きになれるっていう意味では、一番すごくハリウッド映画ですよね。だから本当にプレミアは誰が見ても面白いし、すごく羨ましいというと変ですけども、日本もいつかああいう国ね、サッカー文化っていうのが育つといいなっていつも思いますね。確かにそれはありますよね。何をねスタジアム、このピッチの中に求めるかっていう情熱であったりとか、ベクトルの方向性っていうものがファンとそれから選手の間には一つ通っているものがあるなっていうのはプレミアリーグですよね。小沢さん、ヨーロッパの大きなコンペティションのその決勝トップ4ぐらいのところまで見てみると、ラリーガとプレミア勢で大体数シーズンというのは7割7割ぐらい占めてるなっていうのは僕の印象なんですけども、ラリーガにとってプレミアっていうのはどういうような存在かなっていうふうに小沢さんは感じていらっしゃいますか。今のラリーガにとっては目指すべきリーグなんですが、ラリーガは同じ方向は向かないよっていうことで昨シーズンラリーガの歩む道を、発見したシーズンだったとは思うので、だからこそキャッチアップすべき良きライバルなんですけども、やっぱりそれをいい刺激としてラリーガの道を行くっていう意味では、同じ方向にはなかなか行かないですし、
プレミアのような資金力が、リーグ全体であるわけではないので、やっぱりそこはより戦術的に細かくポジショニングとかいうところも含めて、緻密にフットボールをしていくっていうところかなと思います。なるほどね。そう、いろんなね多様性っていうのがあって面白い。プレミアリーグ本当に行くとよく分かるのはシュートって声かかる会場から。こんなリーグってなかなかないですよね。そう思いますね。ね、タックルに行きそうになって危ないとノーっていう、そういうリーグも、それでね近くに敵寄ってくるとマノーンって言うでしょ。マノーン、そうでもねそう来たぞっていうことですけど、そういうねこう一体感で楽しんできたのが面白いっていうところですね。今シーズンのプレミアリーグ、粕谷さん終盤のところと前半のところ最後の聞きますけども、中断が入ることによってプランどんな影響がありそうでしょうか。プレミアリーグの場合はどうしても資金力というところが、避けて通れないので、前半でつまずいてももう一回その資金力で立て直しちゃうようなところも出てくるとは思うんですよね。なるほど。ただ一つ気になるのが、タイムズに書いてあったんですけど、プレミアリーグの各クラブにブックメーカー、要するにベッティング賭け関連の企業ですよね、のブランド名のユニフォームをちょっと全面胸スポンサーとすることをちょっと禁止したいというようなあれがあって、採決は9月になる見込みなんですけど、今7つあるんですよ、ベッティング。ウェストハム、エバートン、サウサンプトン、ニューカッスル、ブレントフォード、ボーンマス、リーズ、この7チームはこれがなくなるとちょっと経済的にまずいんで、なるほどね、とりあえず3シーズンかな、猶予をくれないかっていうことと、あと袖は OK みたいな話も出てるので、その辺が資金力で、資金という意味で少し影響が出てくるかもしれないですね。なるほど。長山さん、ワールドカップが11月の21日から12月の18日までまずここであって、でその前に中断していて、で冬のウィンドウがあるじゃないですか、この冬のウィンドウはとても興味深いものに、特に資金力のあるリーグとかクラブにとっては影響を与えそうな気がしますけど。そうですね、あとは何でしょう、怪我人とか、その辺の状況ですよね。前半戦を終わってみて、当然ワールドカップでも怪我する人もいると思うんですよね。そういったところの補強っていうのもありますし、逆に今度代表選手が少ないチームたちが、この1ヶ月とか1ヶ月半をどう過ごすのか。そうですよね。これもまた初めて未知の世界ですから、監督スタッフにとってはこれも挑戦ですよね。だからいろんな意味で後半戦がものすごく、これヨーロッパカップもそうですけど、後半戦がこれどうなるかはちょっと僕もそういうみんな誰も分かんないことなんで、僕もすごくそこは注目ですね、今年。粕谷さん、修正力っていうことが重要になってきそうですね。そうですね、ですからどのような状況になって慌てふためかず、それできっちりとした常にきっちりとしたプランニングをしてきた監督のところが勝つんじゃないですか。勝ったり上行ったりじゃないですか。いきなりばったりだとちょっときついと思います。今シーズンはとりあえずですけどリバプール、シティ中心に見ていって、あとそれぞれ皆さん心のチームもあると思いますので、そうやって難しい今シーズンのカレンダーのリーグを。そうですね、どのようなスケジュールでも、やっぱりリバプールとシティが抜けていることは間違いないんですよ。もちろん主力にたくさん怪我人とか出たら別ですよ、平常の力でね、だからそれをどのように崩していくかね、で崩していくのに近いのは移籍の動きを見るとノースロンドン勢なんですけど、ノースロンドンね、ただ彼らはどれだけその新戦力がどれだけ早くフィットできるか、フィットしたなと思ったらワールドカップがやってくるとか、なるほど、そうですよね、非常に難しいと思います。さてここで、質問コーナーということで、質問の募集していましたので紹介しようと思います。ドン。リーグの順位は経営面、選手補強、マネジメント、もろもろ運も含めて決定していくと思うのですが、名将と言われる監督が海外からたくさん入ってきているプレミアリーグにおいて、選手のクオリティを度外視した上で皆様が考える監督ランキングはどのようになりますでしょうか。トップ6をお聞かせくださいけど、トップ6は大変なのですいません、この選手監督がいいぞっていうのをちょっと聞こうと思いますが、これ粕谷さん受けた質問。プレミアリーグにおいてですよね、過去も入れていいんですよね、過去現在入れていいんですよね、アンチェロッティ。アンチェロッティ、やっぱりチェルシーのように、政治力を発揮する選手がいるところでも、しっかりと答えだし、エバートンのように選手のクオリティが低いところでもやっぱり終盤まで上位につけられていた。
はい、この辺はやっぱりアンチェロッティのなせる技、人となりもありますし、はい、その戦略戦術の熟練もありますけども、僕はアンチェロッティだと思いますね。僕サーっていうのかと思ってます。サーアレックス・ファーガソンって時代が違う時代が違う。サーアレックスはトップ6の中に入りますけど、やっぱり、ちょっと時代が違いますよ。戦略戦術がまだ今ほど洗練されてない時なので。なるほど。中山さん印象に残ってる監督って、今で言ったらもうこれプレミアに限らずになっちゃいますけど、ペップとやっぱりクロップはもうちょっと抜きに出てるなっていうのがもう印象です。その次に来る監督との距離はかなり僕まだ相当あると思いますね。なるほどね。小沢さんにも聞いてみようかなと思いますが、小沢さんどうですか？僕もやっぱりペップですね。ペップはやっぱりその監督としてもちろんですけども、これだけアシスタントセカンドテクニカルスタッフがインアウトが激しいのに、自分でやっぱりうまくそういうところを吸収するじゃないですか。はい、アルテダが抜け、ね、ファンマリージョが抜けで、意外に今ついてるメンバーでいうと、僕ロドルフォ・ボレルってバルセロナのカンテラをクビになった時に結構コンタクト取ってて、はい、なんか日本で就職ないみたいなことまで相談されたことあるんですけど、そうなんですか。実は彼はペップがバルサの B の監督になった時に、ペップほどの監督なのにロドルフォ・ボレルはプロの経験がなくて叩き上げなんですけど、一番ラマシアのカンテラのチームで守備の構築がうまい監督だっていうのをペップが見抜いて、相当そういうロドルフォに守備の仕方を教えてくれって言っていける人だったらしいので、その時からペップってそういうなんか自分の実績とは関係なしに自分の目利きでそういうその実績関係なく人にそういうことを教えてくださいって言える監督なんだなと思ったんで、そりゃすごくなりそうだなと思ってましたけど、2人ともすごくなっちゃいましたね。なるほどね。こうやってねお題いただくと取り留めもなく時間がなくなるっていうところがあるんで、質問今これ一つにして次行こうと思います。はい、じゃあ、プレミアリーグ一旦ここでまとめましてハーフタイムに入ります。担当は中山さんです。中山さんにはセリア、ブンデスリーガ、そしてリーグワン、これを15分でやってもらおうという無茶ぶりをして深く反省をしておりますけれどもはい、どんな感じで話しましょうか。セリアからいきますか。順番はセリアからいきましょう。でまずこのちょっと駆け足でいきますけども、順位表ですね。でやっぱり昨シーズンはミランがね11年ぶりにこう優勝したというのがやっぱりこう最大のトピックというか、僕90年代ぐらいから酒雑誌作ってる時はもう、ほぼミランかユベントスが優勝してた時代だったので、表紙がねマルディーニだとかね、で昨シーズンはインテルが久しぶりにね、優勝して、今シーズンはずっとユーベが勝っててインテル勝ってミランになってっていうね。なんで、そういう面でもやっぱミランはすごく注目で、今年特に、やっぱ2連覇できるかどうかっていうのが、この昨シーズン確かに優勝したんで強かったんですけども、やっぱ終盤に若いチームなので、勢いに乗ってそのままこう駆け抜けたと、でそれがすごく優勝の要因になったと思うんですよね。だそれがやっぱり勢いだけじゃなくて、ちゃんと今シーズンももし連覇できれば、やっぱミランというクラブがまたこうヨーロッパの舞台でやっぱ定着できる可能性があるんじゃないかという意味で、やっぱミランに注目したいですね。なるほどね。とにかくこのミランを見ていく上で、今シーズンね、まず補強のところを見て分かるように、あまりなんていうんですかね、お金を使って、動いてるわけじゃなくて、オリギはフリーで、アドリはもう元から獲得してて、昨シーズンはボルドーにそのまま残して、また戻ってくるっていうだけのことですから、でケシエ、ロマニョーリ、これフリーでね、抜けてしまったんですけども、でも今ロマニョーリが抜けたんですけども、カルルが昨シーズン途中からセンターバックに来て、すごいやっぱピオリのサッカーハイラインでもしっかりスピードもありますし、若いので、これがこのちょっとテロップがカルになっちゃうのカルルですけどね、すごくこのトモリとのコンビが安定してるんで、ロマニョーリはもともとラツィオ、自分がねラツィアレなんで、いい移籍になったんじゃないかと思いますし、ケシエがねちょっと抜けたのは痛いですけども、でも
このチームは若手が充実してますし、で、意外とねフランス人がここのところに来て増えてますよね。ジルーもそうですし、カルルもそうですけども、そういったところで、今シーズンも期待したいなというのと、今ここにちょっと入ってますけども、経験がね、エリオットがまた、これどちらもアメリカの投資ファンド系なんですけども、レッドバードキャピタルパートナーズにアメリカの投資系先多いですよね。金余ってますからね、彼らね。でこれしかもエリオットシノから買った時のもうほぼ倍ぐらいでこれ売れてるので、さすが投資ファンドはやることが違うなと。でもエリオットの時代で良かったのはやっぱりこうやって今バルサがちょっとね似た環境かもしれませんけども、ミランもやっぱりビッグクラブでお金が尽きてベルルスコーニ体制変わって選手を取れない中で一回また批判はありながら我慢して低迷期をちゃんと作った上でその間に若手をもう育てて売るような、そういう作り替えをしっかりここでできたという意味で、エリオットはすごくその辺は貢献できたと思うんですね。でこれから新しい新資本がどういうチームにするか、ここはでも本当イタリアの変化を見るところですよね。そうですね。かつてのイタリアっていうのはお金をたくさん持ってたらカルチョに使いなさいって言って、でクラブオーナーになることがね、粕谷さんイタリアの一つのお金持ちの一つなんていうんですか、ステータスっていうんでしょうか、名誉なことだった。だからいろいろ口出す人も中にはいるわけですけれども、あと自前のワイン作ろうとね。でそれがそういうふうに使っちゃダメよっていうふうになった時代になって、さあイタリアセリエ困りましたっていうところが、今はこうやって投資ファンド系と組むようになったりとか、そういうふうにしてお金をうまく作って問題なく使えるように変えていったというところが変化ですね。やっぱりビジネスのねうまさはありますよね。ありますよね。でマルディーニとかボバンとかねフロントにちゃんといたりと、でもあれですね、よく考えたらベルルスコーニがまたねモンツァでそうなんですよ。これミラン対ねモンツァ、ちょっとこれ話題になると思います。なる。対抗馬インテルとイベントスプラスローマって書いてます。そうですね。これユーベインテインテルは昨シーズンのチャンピオンということもありますし、ユベントスはちょっとポグバとねディマリアがフリーで入ったっていうのが一つ注目なのと、僕個人的にこのブラウィッチ、この人の決定力ってブラウィッチすごいですよね。僕はこれねユーベの枠を超えるんじゃないかっていうこの先って思ってるぐらいな選手なので、ちょっとここには入れてます。あとインテルでいうとアスラニってね意外とこれなんていうんですかね、レジスタタイプというか、これからちょっと注目しておきたい選手ですよね。であとプラスキエザってもう復活したの？これからキエザはまだですね。でも今シーズンは戻ってくるはずですから、でしかも買い取りしましたしね。であとプラスローマ入れたのはやっぱりねモーリーニョがやっぱり上のチームは代表チームも多いしワールドカップで疲れてるとかあるんですけど、モーリーニョはなんかそういう時に結構ねなんかスルスルっとやるような。最近はでもいい選手取ってますよね。取ってます。ディバラローマですよね。だからそういう面でちょっとローマも昨シーズンねカンファレンスリーグチャンピオンですし、そうです。初代チャンピオン。まだまだタイトルの意欲はモーリーニョは衰えてないですからね。三大カップの優勝したのモーリーニョだけだからね。だけですからね。ここにねタトゥー作りましたからね。三大とは言えないのかもしれないですね。そうですね。はい。じゃあブンデスリーガお願いしましょうか。はい。このねブンデスリーガもはやバイエルンしかも11連覇ですからね。レバンドフスキー抜けても変わんないですか。いやこれ他のクラブとの差がやっぱり、でマネも来てますし、でちょっとリーグとして11連覇ってなかなか、昔ノルウェーのねローゼンボリってありましたけども、13連覇か14連覇、ありましたね。それに近づくというかほぼこれ今シーズンもおそらく問題は確かにレバンドフスキーがシーズン30点以上取ってますよね。そこをどういうふうに埋めるかということ、投げるフーマンが言うには、そこはツートップとかシステム上でなんか工夫してそこの穴を埋めたいと、得点力の部分ですね。ここはでもやっぱバイエルンからレバンドフスキー抜けた、ドルトムントからホーラン抜けたっていうふうに今までストライカーですよって言っていた2人がここの2チームからいなくなると、やり方とか得点王争いっていうところでもブンデスリーガ変化が起こりそうですね。そうですね。ですから特にね
ドルトムントのホラー抜けた後っていうのは、これは大変だと思います。大変でしょうね。もちろんバイエルンも大変だとは思うんですけども、ただ戦力差は他と比べるとあるので、ここはバイエルンが硬いかなっていう感じしますけどね。これはなんか細かく分析したのはあるんですか？フリップは出ますか？そうですね。でここにもあるように加入マネー、それからディフェンスのデリフトがね、だ10例抜けてましたから、これいい補強をしましたよね。で当然ここでアヤックス、今年のね、移籍市場の中心、ある意味中心でもあります。本当にね。フラーフェンベルクとマズラウィが入っているということで、アヤックスが3人も入ってるっていうね。そうなんです。ですからこれは戦力的にはバイエルンは問題ないんじゃないかと。ナゲルスマン監督の評価って中山さんどうですか？やっぱりもちろんいい指導者、未来も明るいと思うんですが、昨シーズンの感じ見ると、バイエルンみたいなクラブを率いるにはちょっともうワンステップ踏んでからの方が本当は良かったんでしょうけども、とはいえもうなってるので、2年目これはまずリーグ優勝は当然ですけども、チャンピオンズリーグでしっかりと結果を最低限負ける相手っていうのもありますから、そこはしっかりしないといずれね、主力から特にトーマス・ミラーとかね、あの辺からそっぽ向かれちゃうとやりづらくなっちゃいますからね。そうですね。テスリコバーがドルトムント。そうですね。ただちょっとね、ハラーがね、あれなんですよね。ちょっと今病気が発覚して、せっかくね移籍したのにね、どうなるかっていうのはありますけども、幸せになってほしいなと思いますけど。でもね、本当ドルトムントはホーラー抜けたなっていうのもハラーで埋める予定ですから、アデイメをサイドに入れてっていう意味で言うと、他のクラブと比べるとやっぱりね、対抗馬としてはやっぱ突出してるなと。あとは本当テルジッチがしっかり監督としてやっていけるかどうかっていうのが試されるというところでしょうね。そうですね。ここもどうなるのか。それ以外のチームってどうですか、ブンデスリーガ。もう僕はだから上位、バイエルンの有利は動かないと思いますけれども、対抗馬ドルトムントというところの色もありません。ただこういうシーズンって意外と分かんないチームが勝っちゃったりすることもあるっていうのがブンデスリーガの面白いところじゃないかなと思うんですけど。そうなると本当はね、ライプツィヒとかが有力かなとか思うんですけども、意外とね選手がいなくなって、アダムスが、リーズでしたっけね、行ったり、あとね、ムキーレがもしかしたらとか多分ほぼパリ・サンジェルマンだと思うんですよね。なんかそういうふうに抜かれちゃうとちょっとね、ライプツィヒみたいなチームはまた作り直しになっちゃうんでね。ここはブンデスリーガは今季の特徴というのは一つとしてウィンターブレイクを異常に長く取るというのがあって、そこによっての立て直しであったりとかいろんなことをまたしてくるんじゃないかっていうんで、ここはまたブンデスリーガだけで一つ番組できると言いましょうか、違う戦い方をする可能性が出てくるなってところは面白いところだと思います。じゃあ最後に中山さんの一番得意なリーグワンの話伺います。そうですね。これ昨シーズンの順位ですけども、昨シーズンの特徴としては、パリは当然強くて抜けてるんですけども、その下のマルセイユ、モナコ、レンヌ、ニース、もうプラスストラスブール入れてもいいと思うんです。ここが結構いい争いをしてたんですよね。ですから2位以下っていうのは群雄割拠の状況であり、今シーズンもおそらくパリ・サンジェルマンが当然首位候補ナンバーワンなんですけども、その後を、マルセイユが実はでもね、サンパウリ監督がもうしびれを切らして辞任しちゃったんですよね。フロントの動きが要求通りいかないと、ビエルサタイプなんでね、それがあるのでちょっと雲行き怪しいなっていうところですね。本当は僕マルセイユを対抗馬ナンバーワンにしたかったんですけども、これ多分トゥドールが新監督になったんですが、経験そんなにないですし、マルセイユって難しいクラブなんでちょっと難しいかなという感じなんですが、まずパリ・サンジェルマンでいうと、ここの今シーズンの特徴はルイス・カンポスというスポーツダイレクターがレオデナルドに代わって就任したんで、名前はスポーツアドバイザーですけども、で補強戦略が今までみたいにビッグネームを取るということではなく、ここ見てわかる今ビティーニャとキティケなんですけども、ほぼ無名に近いというか日本で知られてないような若手なんですよね。でその若手を取って、でも
才能は2人とももう相当高いんでビッグクラブのターゲットになってたんですけども、それを獲得してなんていうか価値を高めるというか育てていくっていうサイクルにこう変えてるというところですね。で人員整理をしなきゃいけないんですけども、今のところ外に出ていったのはディマリアがフリーで出ていったのとアレオラ、ブルカとダグバーはローンですけども、ブルカもサードキーパーだったんですけどね、昨シーズンのこう出ていったんですが、それ以外がなかなかねこれ給料高い上にみんなねパリが居心地が良くてですね、なるほど、出てきたからないというところで、ワイナルド分は今日本には来なくて向こうで移籍探してるんですけども、どうやらローマモーリーニョがなんか声をかけてるみたいなので、ワイナルドもやっぱワールドカップもあるのでやっぱ出ていくつもりらしいんですけども、それ以外がねなかなか特に日本に来てるメンバーみんな残りたいっていう感じなんで、そこをどうするかですね。なるほどね。リーグワンでは南野君どうですかね。いや今日実は取材でここに来る前に風間彌弘さんの取材でちょっとこう話してる時に、南野の話したんですけど、やっぱりね南野今モナコでもトップオープン戦っていうかプレシーズンマッチでやった時は、トップ下のところ出てるんですけど、やっぱね彼はやっぱペナルティーエリアの中での仕事がすごくやっぱ日本人の中で傑出してると思うんですよね。なるほどね、そうですね。シュートの精度も僕近年では高原の次、もう後継者としてはもう南野だと思うんですよね。だからこれだけ高い金額で市場で取引される選手だと思うんですが、残念ながら最近代表でもそうですし、リバプールはあれだけの選手がいたんで、やっぱ自分が得意なポジションでプレーできてないんですよね。だからここのモナコでこの得意なポジションでプレーできれば、リーグワンの独特なリズムとかフィジカルのあれがあるんで、そこに慣れれば僕はここでもう一回彼が得点力っていうものを磨いて、もしかしたら次のステップがあるかもしれませんし、またプレミア戻ったりとかねあるかもしれない。ただいい環境に僕は行ったと思いますね。わかりました。はい、ありがとうございました。ハーフタイムということで、ちょっと駆け足で中山さんには申し訳なかったんですけど、3つのリーグについて触れていただきました。じゃあセカンドハーフいきます。お待たせ、小沢一郎さんです。今度はラリーガについて伺っていこうと思います。2223シーズンのラリーガは果たして、どのような色をしているのかというところを伺っておこうと思います。じゃあ小沢さんよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、まずは、そうですね、どうぞ。ですね。はい、これ昨シーズンの順位表です。ここからお願いします。はい、ご覧の通りマドリーが、少しねこう独走で結果的には優勝しましたし、で得失点差見てもらってもず抜けてるというところで、得点もチーム合計80点、ベンゼマがねピチイチ取りましたし27ゴールで、失点数も31と、セビージャが一番失点数は少ない30だったんですけれども、マドリーも基本的には堅守だったというところで、他との差がだいぶついたなと、そういう意味ではね、シメオネ監督のアトレチコ・マドリーなんかがちょっと守備崩壊で昨シーズンは失点数43と、シメオネ体制の中では最多失点数になりましたし、ちょっとバルセロナ、アトレチコ・マドリー、近年のラリーガの3強の中での2つの2強がちょっとマドリーに独走を許してしまったシーズンでしたので、今シーズン、来シーズンに関して言うと、ストップ・ザ・マドリーというね命題のもとに、バルサ、アトレシコ・マドリー、それからセビージャも3年連続 CL4 位を獲得しましたので、ロペティ監督の下でしっかりと、できれば、昨シーズンもね一時的にはマドリーに優勝争いするんじゃないかっていうぐらいに2位につけてましたんで、最後は4位になりましたけれども、基本的にそういう勢力図の中で、あと昨シーズンも5位のベティス、6位のレアル・ソシエダ、そして7位のビジャレアルは CL でもね暴れてくれましたので、この辺の、中堅クラブのやっぱり再び勢力図が上位に対して肉薄してきてますから、そういう意味ではね、戦国時代、一昔前のラリーガの面白かった、2000年前後のラリーガ時代に戻りつつあるのかなというところもありますし、あとは、右の勝ち点数見てもらっても、基本的にラリーガずっと言われてきたのは42ぐらいで残留取れるんじゃないかっていうところが、やっぱり昨シーズンもやっぱりどこも
42で12位ラージョがいるぐらいですから、やっぱりそれぐらい詰まってると、まあダントツで弱くて降格がもう10節前ぐらいで決まっちゃうみたいなところが近年なくなってるので、まあそういう意味では昇格チームこの後紹介しますけれども、非常にまあ上はね、多分新シーズンもまあ上位の3つプラスセビージャぐらいの優勝争いになると思いますけれども、まあ残留争い相当また来シーズンは熾烈を極めて、最後の最後でね、昨シーズンはカディスが土壇場でグラナダがまさかのね敗戦となりましたので残りましたけれども、まあそういうこともあるのかなというふうに思います。はい、で、新シーズンの展望としては、次のページをちょっと見ていただきたいなと、はい、僕はやっぱりラリーガですので、あえて監督で皆さんに見ていただきたいなというところで、監督一覧をちょっとお出ししたいと思います。その中でも監督が、まあ、何人で何年目なのかみたいなところはちょっと気にして見てもらえると、まあ、面白いのかなと思いますし、実は新任はそれほど多くなくて、まあ、ちょっとこれは珍しいかもしれないんですが、基本的にはまあ継続路線で、まあ、特に近年でいうと昇格してもそのまま継続路線っていうところは、かなり鉄板になってきてますので、アルメリア、バジャドリード、ジローナ、右下の3チームが上がってきますけれども、監督たちはそのままでみんな、プリメーラ一部での指揮経験があるというところで楽しみだなというところと、あと改めてこれ監督の国籍で、調べたところ、例えばマドリーのアンチェロッティ監督、イタリア人でいうと他に、我がバレンシアのガットゥーゾ監督でイタリア人2名、アルゼンチン人はシメオネ監督、セルタのコーデ監督の2名で、チリが、ペジェグリーニ監督の1名で、メキシコアギーリ監督1名で、まあ、中南米含みますけれども、南米から、6名ですね。まあ、それ以外がスペイン人なんですが、スペイン人というくくりはバスク人、カタルーニャ人にすると失礼に当たりますから、バスク人、カタルーニャ人というところは別枠で取らせていただくと、なんと、バスク人が最多6名いますから、そんなにいるんだ。いるんです。なのでやっぱり20分の6バスク人が占めるっていう意味でもバスク人監督はやっぱり優秀だなと。でカタルーニャ、人が3名で、まあね、それ以外の地域はスペイン人と呼んでもいいでしょうから5名ということで、そういう内訳になってますと。まあ、この中でもまあ個人的に楽しみにしているのは、まあ新任でいうと僕はディエゴ・マルティネス監督が、エスパニョールに戻ってきてくれるので、まあ、グラナダで一時代を築きヨーロッパリーグまで引き上げっていうところで、まあ、彼が抜けての昨シーズンやっぱり厳しくて降格してしまいましたので、まあ、そのディエゴ・マルティネスが、まあ、プレミアに多分行きたかったと思うんですけど、ね、かなりプレミアリーグの観戦中の写真をインスタに上げてたので相当アピールはしてたんですが、プレミアのクラブからオファーがなかったので、ラリーガに舞い戻ってきましたけれども、今のところエスパニョールはラウル・デ・トーマスを売らなくていいんじゃないかという流れになってますし、そこにアラベースからホセルも入ってきましたので、ホセル、ラウル・デ・トーマスの協力2トップはなかなか面白いぞというエスパニョールになってますんで、個人的には結構注目してますし、まあ、あとは会長選挙があって、まさかのマルセリーノ監督が継続しないアトレティッククルブでビルバオですね。で監督は再びエルネスト・バルベルデ監督が戻ってきましたんで、バルベルデね、はい、まあ、候補者次第ではねビエルサ監督がなってたかもしれないんですけれども、バルベルデ監督が、再び古巣に舞い戻ったというところでも楽しみですし、まあね、それ以外はやっぱり継続路線、まあ、ガットゥーゾ監督も楽しみなんですけれども、まあ、継続路線が多いっていうところで、まあ、特にやっぱりチャビ監督を筆頭に2年目が多いというところでいうと、まあ、昨シーズンの終盤途中で、ちょっとチーム状況が悪くて、監督交代を起こしての2年目の監督が多いんですね、実は。で、まあ、右側のヘタフェそうですし、マジョルカも、ね、その典型例ですし、カディス、まあ、そういったところで言うと、まあ、プレシーズンからしっかり、チームを作れている、まあ、ある意味で彼らその2年目のシッカーにとってはプレシーズンから初めてできる、シーズンになるので、しっかりとチームを作れるっていう意味でもなかなか楽しみなんじゃないかなと思います。ではちょっと上位4チームの、まあ、まずは、インアウトっていうよりもインを皆さんに見ていただきたいなと思います。まずはマドリーからいきましょうか。まあ、レアル・マドリードは残念ながらエムバペの獲得はならずでしたけれども、まあ
シーズン終了後にリュディガーをフリーで獲得でき、エムバペに用意していたお金をそのまま、使う、そのままというよりも、だいぶ、プールできましたけれども、チュアメニにその分増額できて1億ユーロで、チュアメニを取ることができたので、フォワードのところの補強は、ベンゼマの、年齢を考えても、後継者どうするっていう問題は、つきまとってますが、基本的にはディフェンスラインあるいは中盤のところでいい補強ができましたので、昨シーズンのベースもあるというところで、アンチェロッティ監督も、基本的にはこの2人で OK と言ってますし、対談のところでもマルセロが抜け、ベイルが抜け、イスコが抜けという形で、サラリーキャップの問題でもだいぶその主力3選手が抜けたことによって、また枠もあるので、ただ今シーズンはまた新スタジアムの工事を早めてますので、その辺で、しっかりとお金を蓄えて、来シーズン以降考えるというところかなと思います。で、右側のバルセロナはかなり激しい動き、積極補強をしておりますというところで、まずはね、フリーでミランからケシエ、それからチェルシーからクリステンセンを取りましたと。この2選手に関しては、すでにね、早めにチームに合流しているので、アメリカに行っての1試合目のインテルマイアミ戦も見ましたけれども、ケシエはちょっといいなと、個人的にはちょっと今までにいないバルサのインテリオールタイプで、かなり前向きな守備ができる、プレッシングの強度が高いので、ケシエうまく使って全体のディフェンスラインも上げてのサッカーができそうだなっていう意味では違う使い方が、あるいは違うチーム作りができそうなので、結構ケシエには注目をしたいなと思って開幕を見ようと思ってます。それから、意外に大きなウスマン・デンベレの、彼は契約延長ではありませんので、一旦契約が6月末で切れて、4月の頭に新契約を結びましたと。で、その新契約も、バルセロナが12月に契約延長のオファーを提示していたサラリーよりも、結構なパーセンテージダウンで受け入れてくれましたので、バルセロナへの忠誠を誓って、ただ2シーズンなので、その先2年で、その後また移籍というのはあるかもしれませんが、彼が残ってくれたのも戦力的には大きいでしょうし、同じポジションになりますけれども、リーズからラフィーニャが来、それから何といってもレバンドフスキーを、獲得できましたので、ただこれで、打ち止めではなくバルセロナはまだ行きますぜというところで、センターバック、獲得は多分誰かしら行きますというところで、今、そのセビジャのクンデを狙ってますけれども、チェルシー行きが濃厚になってますので、そうなら、クンデが取れなかった時には、ビジャレアルのパウトーレスプラン B に行くのかなというような今の流れにはなっております。続いて3位、4位、それから、日本人選手が入った、レアル・ソシエダ、紹介していきたいと思います。ちょっと、3位、4位は、資金難、サラリーキャップの問題で、なかなか、動きが出せない夏になっております。アトレティコ・マドリード、なんとかビツェルをフリーで取れましたが、なかなかその後が進まなかったプラス、ビツェルの登録のところも、誰かしら売って4000万ユーロぐらい作らないと、新しく取った選手を登録できないんじゃないかというような問題もありますけれども、スポンサーが変わったりとか、ワンダーメトロポリターノのスタジアム命名権を変えたりとしながら、スポンサーのところでの、少しね、報酬を、当てにっていうところで、直近で言うと、サムエル・リーノで書いてますけれども、それ以外で言うと、アルゼンチンの右サイドバック、ナウエル・モリーナ、ウディネーゼがほぼ決まりそうですから、彼が取れたら右サイドバックの補強大きいなというところはありますかね。で、セビージャも動きで言うと、ジエゴ・カルロスをビラに放出し、組んでも間違いなく放出になるので、センターバックが2人抜けてしまうというところでマルコン取ってますけれども、当然もう1人ぐらいのセンターバック、それ以外でも補強に動かないといけないんですが、ちょっとそこはまず、組んでを最低でも6000万ユーロ以上で売らないと、獲得の、補強の目処が立たないというところでの、苦しい立ち回りになっております。一方で、右側のレアル・ソシエダは久保建英が、入ったことによってね、がぜん注目を浴びることになりましたけれども、結構、資金を使っていて、アンジェからモハメド・アリチョウ、それからセルタからブライス・メンデスを、2人合わせて2500万ユーロは、ラレアルからするとかなりの額投じてますし、そこに久保も、最終的にはマドリーから完全移籍で取りましたが、保有権 50% に、600万と言われてますが、600から、700の間での、
金額というところでの獲得ですし、中山さん、ちょっとアンジェから取ったモハメド・アリチョウのもし印象があったら聞きたいんですけども、ご存知でした？はい、昨シーズンのもう開幕戦からもう、一昨シーズンの後半にちょこちょこは出てたんですけども、昨シーズンの開幕戦からアンジェの、2トップの一角だったのが3-4-1-2の2トップの一角なんですが、プレースタイルとか見たイメージは本当にネクストエムバペみたいな感じのスピード、スプリント力がある、ある意味超人タイプなんですよね。ただやっぱりまだ16、7になっても今年8になるのかもしれませんけども、細かいそのシュートの精度とかボールロストも結構あったりするっていうところで言えばまだまだ雑な部分はあるんですが、ポテンシャルはものすごいものがあるので、向こうでも向こうというかその現地フランスでもかなり高い評価を得てて、リヨンとか、パリもね最初取ろうという話もあったりしてたので、ここはでもレアル・ソシエダがすごくいい多分目利きがいい見極めをして取った逸材じゃないかなというふうにいきます。だから即戦力というよりもお互いに近いですし、ただこれブレイクしたらもうあっという間にこのタイプの選手はトップレベルになっちゃうような選手なんで、そこすごく注目だと思いますね。そこはね、今いるイサク同様にやっぱりポテンシャル重視で取ってる部分があるので、ブレイクして点取ってくれたら高値で売れるよっていうような、新戦力かなと思いますし、ちょっとバルセロナのページに戻っていただいて、インの話ばっかりしてるんですが、粕谷さんとフレンキー・デヨングの話をしたいなと思ってまして、はい、粕谷さん、イングランド、マンチェスター・ユナイテッド界隈のメディアではどうですか、フレンキーの去就。ユナイテッドのCEO と強化担当のお偉い様、マータフとアーノルドなんですけども、これがバルセロナの事務所を訪ねたことは写真でも撮られていて、それが、先週のことだったと思いますが、それ以来ユナイテッドから、フレンキー・デヨングに関するコメントは一切出ておりませんので、そういった事実に基づきイングランドのメディアは、おそらくもう手を引いたのではないか、交渉が暗礁に乗り上げたのではないかというような、情報が多いですね。だからこそちょっとチェルシーに風向きが向いてるっていうことなんですかね。マンチェスターよりロンドンの方が暮らしやすいのは間違いないので、あとフレンキーは結婚したばっかり？結婚したばっかりで新婚さんです。で新婚さんがですね、やっぱりマンチェスターに住めるロンドンに住んだ方がこれはね絶対いいと思うんですよ。で奥さんの発言権が強かったとしたらそういう選択は僕ありだと思いますし、本人があんまり行きたく なさそうなので、ワグスじゃないけど、ワグス系の発言にありがちな無理強いすることはないだろうと思いますけどね。でバルセロナ側の事情から言うと、何としてもね、フレンキーは売却して8000万ユーロぐらい最低でも作りたいんですけれども、どうやら現地の記者とかいろんな情報を精査すると、やっぱフレンキーに対してもですけども、バルセロナの既存の選手にみんなコロナ禍で減給をお願いして、20% とか選手によってはね 50% ぐらい年俸ダウン、その分年俸巻き直して払えなかった分その先で払いますって言ってるところなんですが、このタイミングでフレンキーに出て行ってもらった時にフレンキーが我慢して減額を受け入れた分をバルサ払う気がないんじゃないかというようなやっぱり報道も出てまして、その辺もやっぱりフレンキーからするとちょっとクラブに対しての不信感が募ると、やっぱり自分が我慢してコロナ禍で 2シーズン年俸ダウンを受け入れたのにそういうことを、きっちり払おうとせずに今出そうとしているというところも実はフレンキー自身心を痛めているというような、情報もありますので、やっぱりその辺がうまくやらないと難しい、移籍オペレーションになるかなと個人的には見ております。はい、ということで、縦板に水で質問が10個。ではちょっとその質問をいただく前に2強のちょっと来シーズンの、フォーメーションシステムをちょっと紹介してもいいでしょうか。はい、どうぞ。画面切り替わりますかね。はい、まずはマドリーのスカットなんですけども、左側が、基本的に昨シーズン踏まえた来シーズンの、スタメン予想ですかね。ゴールキーパークルトワで、新戦力でいうとリュディガーが、多分スタメンに入ってくるとアラバが左のサイドバック 4-3-3 は変わらないでしょうから、カゼミーロ、モドリッチ、クロースはここは鉄板なのでスタートのところは、
入ってくるだろう、スタメンにというところと、前線昨シーズン終盤 CL でもね、輝きましたロドリゴが、選手よりも序列が上がったので、右のスタメンでベンゼマ、ビニシウスかなと。ただ、右側のスカット、これ、エキッポ B、チーム B なんですけれども、やっぱり中盤にチュアメニ、バルベルデ、カマビンガと、若くて強度の高い選手が3人揃っていて、すでに昨シーズン戻ってきたセバージョスもいますんで、相当中盤では替えが利くっていうところで言うと、ずっと話しているワールドカップが、11月、12月に挟まってくる、イレギュラーな異例なシーズンを乗り越えるには十分な中盤ですし、あとはなんといっても今、意外に期待されているっていう意味では、アザールが、かなり表情もコンディションも良さそうにプレシーズン過ごしてますので、アザールの復活、マドリーではまだ復活というほどね、移籍してから活躍してくれてませんので、プレミアチェルシー時代のアザールが見えるかもしれないというところですかね。で、左サイドバックもメンディいますし、ナチョも安泰で、ルーカス・バスケスもいますので、基本的には、どのポジションにも2名、即戦力クラスがいるマドリーだと思います。続いてバルセロナ、ちょっと変えますね。ちょっと待ってください。マドリーって B チームも半端ないんですね。強いですね。はい、続いてバルセロナの、左側が4-3-3でスタメン予想ですけど、ここもね、選手が相当いるので、なかなか選びづらかったんですけれども、手足低減から始まり、ディフェンスラインはそれほど大きく変わらないかなと。クンデが来たり、パウトーレスが来ると変わってくるんでしょうけども、クリステンセンがすぐに、絶好調のピケに変わってというところは難しいかなと思いますので、アラウホ、ピケ、アルバは変わらないでしょうと。で、中盤もスペイン代表の3名そのまま入れ込むと思いますので、ブスケツ、ガビ、ペドリがいて、前線はデンベレが右に入るのかなと。フェラントーレスが入る場合にはデンベレがこっちに回って、ラフィーニャっていうところもあるかもしれませんが、スタートはこれで、なんといってもレバンドフスキがいるので点は取れるぞというところの、チーム A で、ただチーム B も相当、昨シーズンの冬の補強、それからこの夏で選手層厚くなりましたので、特に前線は選手が逆にダブついているというぐらいにいますし、ディフェンスラインもセルジ・ロベルト、クリステンセン、エリク・ガルシア、バルでは B チーム登録ですけれども、トップチームの、実績、昨シーズンありますし、中盤にケシエ、フレンキーがいて、前線でラフィーニャ、オーバメアン、アンスファティいますから、本当に豪華な、バルサに関しても、B チームですから、これは相当マドリー、バルサがこれだけのチーム編成組めるので、CL との、過密日程も乗り越えるっていう意味では、やっぱり今シーズン、新シーズンはマドリー、バルサがちょっと抜けるシーズンになるんじゃないかなと、個人的には思っております。という紹介でした。はい。まずバルサから伺いたいんですけど、ファイナンシャルフェアプレーのこの課題について、どうクリアするというふうに小沢さん見てらっしゃいますか？基本的に今パランカと言われているテコ、その放映権の、10% プラス 15% を売ったところが、今日には、昨日ね、締結したという報道ですから、そこで、3.2 億ユーロ作れましたし、まだ足りなければ、なおかつフレンキーが売れなければ、3番目のテコというところで、そのバルセロナのマーケティングとかマーチャンタイジングを売ったりとか、バルサスタジオの権利の一部を売ったりということで、テコを、急遽資金繰りするための、話し合いは、特に今アメリカのツアーをしていて、実際にアメリカの投資会社ゴールドマン・サックスと、直で話し合えているので、結構交渉進みやすいっていう意味では、そういう資金繰りをするので、選手がなかなか、放出できない、フレンキーだけじゃなくて、ウンティティがいたり、リキプチがいたり、やっぱり選手がなかなか、ブライス・ワイトもミンゲサも戦力外が全然出ていけてない今のところの動きなんですけれども、それで、皇室で売却益が得れなくても、そういう資金面でなんとか目処を立てるという今のところの方向性ですかね。なるほど。これ粕谷さんにもちょっと聞きたいと思うんですけど、ブライトン
今シーズンどんな状態かまず聞きたいんですけど、ブライトンは、先ほども言ったようにビスマが抜かれてしまったので、はい、中盤が少し手薄になってるんですよね。それでククレジャーまで抜かれちゃうというところで、ククレジャーだけはカバーしようとしてますよね。ククレジャーがいればミトンも相当自由にというか、ね、楽しいプレーをできると思うんで、だからククレジャーの去就というのは、シティも欲してるのは間違いないんで、はい、シティとブライトンで三笘の今シーズンを左右すると思いますけどね。ですよね。でなんでこれ聞いたかというと、さっき小沢さんがエスパニョール面白いよって話していて、ブライトンとエスパニョールフレンドリーが今シーズンプレシーズンであるんですけど、三笘のいるブライトンに対してエスパニョール、小沢さんエスパニョールの守備とか、その辺の約束事みたいなところっていうのはどんなところに特徴があるチームなのか教えていただけると、プレシーズン見る面白さが増すかなと思うんですけど。基本的にエスパニョールは長年4-3-3とかでやってたんですが、ディエゴ・マルティネス監督になってツートップ使うんじゃないかなと思いますし、はい、基本4バックだと思うんですけども、やっぱりボール保持できるビルドアップもしっかり作り込んできて、サイドバックの立ち位置なんかも、結構ウイングとか相手のサイドハーフがマークしにくい位置にあえて、出してきますので、相当戦術的には面白いと思いますから、そういう意味では三笘選手も厄介な相手になるんじゃないかなと思いますんで、相当ラリーガの中でもね、エスパニョールは古豪ですし、面白い相手になってくれるんじゃないかなと思いますけどね。なるほどね。はい、じゃあ次の質問です。久保選手、ついに、レアルソシエダに移籍しました。レアルにとっては3年越しのラブコールが叶ったというところになるんですが、小沢さんはこの移籍どんなふうに見ていらっしゃいますか。ちょうど質問もね、はい、ありました。はい、やっぱり一番ラリーガで久保を見るならもう最後はラリアルしか残ってないでしょっていうぐらいのチームでしたから理想的なチームですし、このチームこの地域がいいのはやっぱりかなり長い目で見てくれる。だからもうすぐに結果即ゴールっていうのを望まない、しっかりとシーズンの中で、コンスタントに結果いいパフォーマンスを出してくれればいいよ。で目先のゴールだけじゃなくて本当に見る目の超えたドノスティアのファンなので、本当にだからウーデゴールが、マドリーの中で相当プレッシャーを受けてレンタルでもなかなか思うようにいかずにちょっともうこのまま消えていくかなっていうところをやっぱりねそのレアル・ソシエダのラリアルファンの深い愛情で長い目で見てくれるクラブの、中長期的な視点のおかげでやっぱりね最終的に化けましたんで、そういうことができるクラブじゃないかなと思いますんで。ビジャレアルにね、2年目でローンで行って、残念ながらうまくいきませんでしたから、ビジャレアルでダメだったら、ちょっとラリーが他のクラブあるかなと思ってたところ、やっぱりありました、ラリアルっていう意味では、一番いい移籍になったんじゃないでしょうか。はい、もう一つ同じことを聞きます。ラレアルというクラブチームは、スペインリーグの中で、得点は多くはない。その代わり失点も少ないというクラブチームです。で、久保選手の課題というのは、ディフェンスというところだというふうに思いますけれども、イマノル監督が指導して久保選手がどういったディフェンスを身につけていくのか、小沢さんどんなふうにそこを期待なさっているか話してください。逆にレアル・ソシエダに行っての久保の守備はそんなに僕は心配してないですっていうぐらいにマジョルカ時代との守備のやり方が違うので、基本的に自分たちがボールを保持して、マドリー相手でもバルサ相手でもボール持てますから、ある程度。なるほど。これぐらいボールを保持して、その代わりボールを失った瞬間の即時奪回数秒間はしっかりプレスしろよっていうような守備になるので、逆に久保建英みたいなタイプの選手にとってはそういう守備の方がやりやすいと思うので、マジョルカ時代のように30メートル40メートル自陣のあるいはディフェンスラインぐらいまで吸収されるぐらいスプリントで戻ってみたいなところの守備じゃないっていう意味では、一番いい本当にいいチームなんじゃないかなと思いますんで、逆に得点ですよね。だからそこを、彼はねこの間会見でワールドカップまでに3点ぐらい取りたいって言ってましたけども、昨シーズンもその前もやっぱり得点数伸ばせずにマジョルカ1年目が一番取ってる、状況ですから、やっぱり、早めに点が取れるとまた違ってくるかなっていうところと、本当昨シーズンはイサクが本当になかなか点取れなかったんで外しまくってくれたので、チームとして得点できなかったんですけど、今シーズンはイサクも
取れるでしょうし、アリチョウとか久保もいて、あとはオヤルサバルがいつぐらいに戻れるかっていうところで変わってくるかなと思います。なるほどね、今シーズン得点争いという点ではレバンドフスキーがやってきた。でそれに対しても本当に今から燃えてる印象のカリム・ベンゼマっていう存在があるんですが、ピチイチ争い、小沢さんどんなふうに楽しみにしていらっしゃいますか？いやだからこれがメッシが抜け、その前でいうとロナウドが抜け、2人の時代がずっと続いてきたわけじゃないですか。バロンドールも含めてラリーガのピチチで、昨シーズンベンゼマがやっと俺の時代が来たかと思ったらレバンドフスキがいきなり来るので確かにね、ラリーガってなかなか厳しいなと思って見ておりますけど、間違いなくこの2人で争っていくんじゃないですか。ね、面白そうですね。中山さん、ラリーガ、小沢さん何か質問ありますか？レバンドフスキーとこのバルサと相性みたいなところではどうですかね、小沢さん。いや、チャビ監督の昨シーズン終盤の作りからすると、結構サイドからクロス打ってオーバーメヤンっていう形作ったじゃないですか。だからその形が結構多いのかなというのと、あとはプレシーズン見てても、オーバーメヤンが今のところ出て、レバンドフスキは多分次のエルクラシコからだと思うんですけど、そんなに中盤に引いて、なんかゲームメイクするんじゃなくて、引いた時にワンタッチでフリックしてねぐらいしか多分役割として与えないと思うので、とりあえず1回相手をおびき寄せてワンタッチで前向きなブスケツとかペドリを落としてね、でその後はもうゴール前で待っててねっていう感じだと思うので、レバンドフスキからしてもナゲルスマンにいろいろ言われてやるみたいなことじゃなくて、シンプルで良くなるんじゃないかなと思うので、僕は期待してます。バイエルン時代はね、つまりトーマス・ミュラーがいつもレバンドフスキのことを探してくれていた。でミュラーからのレバンドフスキっていうのはもう完全にもう呼吸があうんの呼吸だっていて、バルサの選手がレバンドフスキってどういうタイプなのかなということをどのくらいのタイミングで把握していくのかなっていうのは興味あるけど、ただ小沢さん、質のいいクロスだけは間違いなく供給されますよね。ありますから、右はねデンベレもラフィーニャもいるし、左アンス・ファティもフェラントレスもいるんで、相当供給できるプラスやっぱりペドリとレバンドフスキのちょっとホットラインができたらちょっとしびれませんかっていうぐらいにちょっとワクワクしますよね。確かにね、小沢さん、バルサちゃんとさっき見てきた選手の表記のやつなんですけど、あれ全部きちんと登録できるのかなって今さにちょっと思ってるんだけど、大丈夫そうですか？スペイン、それから昨シーズンのバルサあるあるで締め切り最終日とかになんとか帳尻合わせるのがスペイン人、カタルーニャも帳尻合わせられると思うんで大丈夫だと思って見てます。そうですか。はい。粕谷さん、ラリーが何か質問があったらどうぞ。プレミアリーグと違って非常にさっきのね監督の表でもありましたけれども、有能な監督、それから自前の監督が揃ってるわけでもですよ。バスク、カタルーニャ、スペインと地域の分かれはあると思いますけども、プレミアリーグの場合有能な自国人監督ってギリギリエディ・ハウなんですわ。エディ・ハウいいですね。ニューカッスルのね。だからそれを踏まえるとちょっと羨ましい感じがしますね、その戦略戦術的な部分はね。だからさっきね小沢さんにラリーガから見たプレミアリーグって感じだったんですけど、今度は粕谷さんからのプレミアリーグを見たラリーガ指導者っていうところと、あとやっぱ一つ一つのプレーが丁寧ですよね。丁寧、テクニカルな部分でも、プレミアの魅力とは違うんですけれど、やっぱそこがやっぱラリーガの突き詰めたところだと思いますから、両極端とは言わないまでも、この両リーグが世界で人気があるのはよくわかりますね。なるほどね。小沢さん、今シーズン過密日程っていうのがまた特に後半が厳しくなってくるんですけども、ここはどうしよう、つまりスペインスーパーなんかいろんなコンペティションをまたラリーガも増やしているので、コパデルレイの予定もかなり組んでくる感じになるんですけども、この辺のカレンダーに関して小沢さんどんな印象でしょうか？いやだからカレンダーはワールドカップ前までは結構ねワールドカップを意識したカレンダーでミッドウィークも2回しかないみたいなところなんですけど、後半戦これ大変でしょ。だから大変ですよね。後半戦に多分相当な消耗が来る、怪我人が出るカレンダーになると思うので、だからこそコパデルレイとか、あるいはサウジ開催になるでしょうけどスーペルコパ、ちょっと無理やり取りに行かずにある意味ちょっと捨てるみたいなところも
表向きはできなくても上位陣であればやらなきゃいけない、決断しなきゃいけない監督も出てくるかなと思います。確かにね、でちょっと今日アトレティコの話題がほぼ出てないんですけど、アトレティコに関しては小沢さんどんな印象ですか？今ちょっとなかなかちょっと選手のやりくりで苦労しているように見えるんですけども。選手のやりくりには苦労してますが、やっぱり既存の昨シーズンのスカットが非常に良かったので、ルイス・スアレス抜けましたけれども、やっぱ前線にグリーズマンいて、ジョアン・フェリックスいて、アンヘル・コレア、マテス・クーニャいるって4人みんないてどう使いましょうってぐらいに、人材はいるので、そこに昨シーズンであれば、逆にシメオネ監督の戦術とか采配システムのところでブレがあったので、そこが安定してくれば、もう戦える戦力はあるかなと思ってますんで、やっぱりこう右サイドバック、右のウイングバックできるっていう意味でのナウエル・モリナがうまくはまってくれば、そんな問題ないかなと思って見てます。なるほど。あと2つ聞きます。1つ、まずリーガの優勝争い、どんな展開になるというふうに小沢さん、この時点で予想しますか？この時点でやっぱりマドリー・バルサの2強が基本的にはもう圧倒的に戦力面での格差からして有利かなと。だから2強プラスCL 圏内争いのアトレチコ、セビージャでどれぐらい踏ん張れるかっていうところだと思いますし、基本的にはマドリー・バルサで、個人的にはもうバルサがこれだけこの夏、その資金繰りも含めて無理して、もうある意味短期で結果取りに行くしかないような補強してるので、もうそういう意味ではバルサが優勝するしかないっていうぐらいのシーズンに追い込まれてますから、それぐらいチャビ監督にはプレッシャーですけども、ラポルト会長ももう背に腹は変えられないっていう形でここまでやりましたから、そういう意味ではちょっと精神面で逆にプレッシャーかかってるんですけど、バルサ有利には見えますね。なるほど、最後の質問です。こう粕谷さんもいらっしゃるんで、ヨーロッパのコンペティションという点を最後に伺おうと思います。先ほど申し上げましたようにプレミア勢とラリーガ勢で決勝を争っているっていうシーンが非常に多い、特にチャンピオンズリーグなどのケースなんですが、今シーズンをどういうふうに予想するか、ヨーロッパのコンペティションという点でどんなふうにこう期待を寄せているか、それぞれ伺いたいと思います。じゃあラリーガは小沢さんどうですか？ラリーガはプレミアのような強度90分続けるのはほぼ不可能なので、ちょっとのらりくらりそこはテクニック戦術でかわしながら、そういう意味ではラリーガらしいパスワークとかボール保持のところをうまく使いながら、できるだけインテンシティを落として仕留めるところをしっかりベテラン勢が、経験値の高いベテランが仕留めるみたいなところは、まさに昨シーズンのマドリーの優勝の、終盤の戦い方でしたけど、そこに、だからといってプレミアの、こうハイインテンシティボックスボックスのサッカーに、こう圧倒されるだけではできないので、そこを中盤の強度を高める補強も、マドリーバルセロナ中心にしてるので、マドリーでいうとチュアメニ、バルセロナでいうとケシあたりが、その辺の強度を高めてくれたら十分、CL ベスト4以上の結果っていうのは望めそうだなと思って見てます。なるほど。粕谷さん、ヨーロッパのコンペティション、チャンピオンズリーグなどプレミア勢いかがでしょうか？近年の例を見れば、普通のシーズンであれば今シーズンも、どのコンペティションでも上位に行けるとは思うんです。ただプレミアリーグ特有の、さっきも言いましたけどプレー強度の激しさがやはり今シーズンの特殊なスケジュールを踏まえるとどうしてもマイナスにしか今のところ思い描けないんですね。ですからチャンピオンでもヨーロッパリーグでもここ何年かのような上位に2チーム3チーム送り込むのはちょっと難しいのかなという気はしています。中山さんにも伺いたいと思います。ヨーロッパ開幕スペシャルということでノート勉強会第2回なんで、スペイン勢プレミア勢以外のヨーロッパの強豪たちの中で今シーズンここはこうてっぺん狙えるんじゃないのみたいなところってどこかありますか？パリなんか例えばどうなんですか？チャンピオンズリーグ例えばって言ったらでもバイエルンになっちゃいますよね。ですか？ただこの粕谷さんもおっしゃったようになんか一筋縄ではいかない今シーズンの決勝、その CL の決勝トーナメントのところですよね。そこが今までとはちょっと違う顔ぶれが並ぶ可能性はあるかなと。最終的に言ってもチャンピオンになれるのはもうやっぱり限られたチームだと思うんです。ただベスト4とか、コロナの時もそうだったじゃないですか。リオンがベスト4に入ったりとか、ああいう感じでやっぱり、普段と違う顔ぶれが
ベスト4以上の時にあれっていうのがその時ライプツィもそうかな、そういうのがあるんじゃないかなっていう気はしますけどね。なるほどね。はい、分かりました。あとはじゃあノートの皆さん質問などもしあれば出していただければ、もう限られた時間しかないんですけども、ありますか？ありました。先日娘がサッカークラブでスペイン遠征に行ってきてとても楽しかったそうです。よかったですね。コートには必ずバナナがあって食べるようにとか、試合前はオレンジジュースなどアドバイス、点を取ったら大げさぐらいに喜ぶ、相手のメンタルを下げさせるためなど、日本とは違う文化というと大げさですが、そういった部分に感心したそうです。そういった日本代表は J リーグとの違いを教えてください。娘さん素晴らしい経験されましたね。小沢さん、はい、スペイン遠征、バナナがあったりオレンジジュースがあったりするんですか？スペインで僕指導までさせてもらって一番驚いたのは、練習試合であっても必ず何歳であってもロッカールームがあてがわれることですね。なるほど。でロッカールームの中でやっぱり、ね、そういう多分バナナが置いてあったりとか、ジュースが置いてあったりするんでしょうけど、だからまさにプロラリーガの一部とか、ね、プレミアのトップクラブがやってるロッカールーム文化をもうサッカーやってると味わえるんですよ。これ日本って結構高校年代でも強くてもなんかそうグラウンドの脇とかロッカールームなんか使えるところって多分少ないと思うので、なんかそういうところからなんか入っていくともうトップチームとプロとね変わらないことができるっていう意味でもそういう文化だから、ロッカールームの文化なんかは日本人選手なかなか理解できないと思うんですけど、だからそういうところが多分スペインだと違うのかなと思いました。僕はやっぱこういうところから選手たちのコメントが変わってくるんじゃないかなって思うんですね。試合の後インタビューを受けたとしても何を答えるか、何に感謝するのかっていうところから入ってくるところで、いつまでも僕は生徒ですからっていう考え方の文化と、それから大人になっていこうね、君たちはもう認められてるんだからね、自覚しようねっていうふうにロッカールームを与えられて、一人前の今日はプレーをしようねっていうふうにちょっと気取った感じでお兄さんぶるお姉さんぶるみたいなところから成長していくのって、やっぱここも小沢さん教育の形なんでしょうね。育成もなるべくやっぱりプロがやってることと同じフォーマットとか、ね、ルーティンでやってほしいなと思うので、それこそロッカールーム文化って何って言ったら、例えばチームの中で音楽担当をつけて必ずその選手がその試合に向けた音楽を選ぶとかっていうのも、例えばバルサだとねずっとブラジル人選手がそれを担当してるとか、なんかそういうところも通ずるものあるじゃないですか。そうですね。で試合終わってからのシャワーの浴び方も日本人はちょっと恥ずかしいんで、ね、大事なところをタオルで隠してシャワーに行くんですけど、そんなことしてたら逆にチームの一員になれないぞみたいなことを言われたりするわけですよ、育成年代でも。なんかそういうところも含めて、育成年代でも浸透してくるといいなと思って見てます。なるほどね。全然関係ないんですけど、昔なんかうんちくみたいな本を読んでる時に、お風呂でパッと人が入った時にタオルでどこを隠すかっていうので、顔を隠す国、胸を隠す国、下を隠す国、足を隠す国っていろいろあるって話を聞いたことがあるんですけど、国によってもね羞恥心って意外と違ったりっていう感じありますもんね。どうですか、子どもたちとのその文化っていう点でこの質問に関して粕谷さんどんな印象をお持ちでしょうか？どうしてもね日本にいると残念ながら考え方が小さくというか、あんまり突出した人を嫌うというかね、そういうふうになってしまっているので、今僕子供みんなによくわからないです。教育もそうなんでしょ。なんかだからそれはそれでいい部分もあるけれど、やっぱりプロで大きく育つためにはやはり小さい時からやっぱり競争力とか身につけた方がいいと思うので、やっぱりね、やっぱりその若いうちにスペイン行ってそういう経験されたのは非常に大きな、プラスになると思いますよ。中山さんどうですか、サッカー文化というところでは。このね選手っていうところで言えばやっぱりどうしてもね、その日本の教育と欧米の教育の方法がまた違ったりすると、どうしてもその習慣が子どもって変わってくるので、日本の場合はどうしてもね、みんなと一緒じゃなきゃいないみたいな自分の意見を言うんじゃなくて、みんなにはいかに合わせるかみたいなところで褒められたりすることなんで、そういったところからするとプロっていうのは個性ですから、やっぱ我がねエゴがあるかどうかっていうところで言うとち
ちょっとね若干そのビハインドを背負った状態でプロの世界に飛び込まなきゃいけないので、まあ久保建英選手みたいに小さい頃向こう知ってると意外とそのすんなり向こうの社会にね移籍しても馴染めたりするんで、まあそこはなんか受け入れながら工夫するしかないのかもしれませんね。はい、ぜひハッシュタグサッカーを語ろうで何か皆さんお書きになってみてください。サッカーを語ろうっていうのはこうサッカーの周りにあることを語ってくれるということで、結構ということです。クラブについて選手についてだけではなくて周りにある風景とか光景というのも語っていただけると嬉しいなと思っています。お別れの時間になりました。小沢さん、最後にこう一言、ご覧になった皆さんに、ご挨拶を一言どうぞ。そうですね、倉敷さんおっしゃっていただいたように、まあ、サッカーをいろんな角度で語っていただきたいなっていうぐらいに、やっぱり毎シーズンサッカーって一回ねこうシーズンが終わって夏があってこう移籍市場があると、なんかこう我々も充電期間をもらって、いやよっしゃ新シーズン行くぞっていうなんかフレッシュな気持ちになるじゃないですか。だからこそね、自分の多分ひいきの好きなリーグチームが皆さんあると思うので、まあそのチーム中心でも結構ですので。ね、こういろんな形で、まあね、ノートさんなのでできるだけ、ね、ライティングで書いていただきたいですけれども、語り合うのもよしっていう、なかなかねサッカーが話題に上がらない、昨今なので代表戦もねこうちょっと寂しい観客者数になったりしてるので、まあそういう意味では今シーズンはね我々もワールドカップイヤーでイレギュラーなんですが、皆さんと語り合いたいし、ね、こういろんなところで皆さんと接点を持ちたいなと思いますので、新シーズン一緒に楽しみましょうということで、本日は本当にありがとうございました。はい、中山さん一言お願いします。そうですね、いろんな視点があって僕はいいと思うので、もうだから試合のことをもちろん見る中で、自分がもしこれすごいなとかこれ面白いなってものがあったら、それを意外と連続して追求してみたりすると、また違う世界が見えたりするので、とにかく自分の心に素直にいいと思ったものを見続けたり、それでいいと思うんです。今まで好きだったチーム嫌いになることもそれ普通のことなんでね、だからそういうふうな視点をいろいろ自由に持ってサッカーを楽しんでいただきたいと思います。今日は長い間ありがとうございました。はい、ありがとうございます。粕谷さん、最後にお願いします。2人が完璧にまとめてくれたので、私が何か付け加えることないです。お見事でした。さすがです。どうぞ。ということで、競技を知ることは世界を知ることでもあるし、身の回りを知ることによってこう楽しいことってあると思います。サッカーをきっかけにいろんな言語とか文化とか食事とかたくさんのことを僕ら語っていきたいと思います。いろんな形にサッカーは変化して、たくさんのものを僕たちに与えてくれる時間があると思うので、ぜひ皆さん一緒にまたこういう機会を設けたいと思います。会場にお越しの皆さん、今日は本当にこの暑い中でマスクしていただいてすみません、ありがとうございました。見ていただいた方、ライブの方ありがとうございました。アーカイブの皆さんもありがとうございました。ということで、ノート勉強会第3回がありますようにということで、今後開催予定のイベントはこちらになっています。たくさんの文化を発信しているノートなんです。どうぞよろしくお願いいたします。ということで、この辺でお別れです。ノート勉強会第2回でした。どうも皆さんありがとうございました。さようなら、また。